眼科医の平松です。今日は緑内障の人が本気で見てほしい、もう絶対一生に一回は見てほしい動画のご紹介したいと思います。結構長いんですけれども、今日の話を知らないと本当に緑内障の治療で迷ってしまったりだとか、将来急に手術って言われるんですよ。でその時にあれこういうことだって分かっとかなきゃいけなかったりとか、自分でできることとか、目薬、眼圧、視野、これらのことの基礎的なことを、分かっておかないと非常に後悔してしまうので、ぜひ最後まで聞いていただければと思います。私は、緑内障を専門としながら、眼科専門医として、治療していますし、私の父親、母親も緑内障なんです。だから、あんまり他人事じゃないんですね。だからこそ皆さんにはすごく病気について知ってほしいし、知ることが本当にあなたの緑内障を良くする、状態を良くして一生見える目を作るためにも、ぜひぜひ知っていただければと思います。じゃあどんな話で流れをしていくか、結構長い動画なんで、タイムスタンプって言って、この時間にこの話してますっていうのがありますから、そこに飛んで見てくださっても結構です。ただ1回は全体を通して見た方がいいです。長いので私の顔なんか見なくていいです。聞くだけで結構ですから、1回は できればね、何回か聞かないと多分頭に入らないと思うので、何回か聞いていただいた方が正直いいかなと思います。で、流れとしてはどうするか。まずはシンプルに緑内障についてガッとまとめた話をします。その後で一個一個、例えば眼圧ってどうなのとか、視野ってどうなのとか、目薬の治療ってどうなのっていう治療の話だとか、自分でできる生活のこととか、それについてもう本当にベーシックなことから応用のことからお話していきます。例えば眼圧って、正常値ってあるけれども、でも正常の眼圧の人が多いのってなんでとか、はたまた眼圧っていくつを目標にしたらいいのとか、視野って実際どういう風にデータ見たらいいのっていうのを、私の母親とか、父親とかの緑内障の、視野を見てもらいながら、ここ欠けてるからこういう風に見るんですよっていう風に具体的にお話しします。はたまた OCT って言って目の神経のデータを、うちの両親のデータありますんで、それをもとにこうやってみましょうとか、そういう話もしてきますので、全体を見ていただけると、あなたが普段眼科で受けている診察、検査が何してるかっていうのも分かりますんで、聞いてっていただければと思います。まずは非常に基礎的なお話、このことを知らないと治療効果が半分になっちゃうとか、そういう話もしますんで、聞いてください。最低限の話をします。だから最初はキュッとまとめますね。でその後しっかり一個一個お話してきますんでね。まず最低限のお話としては、緑内障とは何なのか、そして基本的な治療法、これ医学の治療法ですね。で、失明のリスク、失明するよってよく言われるけど、実際どうなのとか、で、治療の時は眼圧下げようって言うけど、眼圧どんぐらいにすればいいのっていう基本の話で、視野が欠けるよっていうこの視野、そして正常眼圧なのになんで治療しなきゃいけないのってことと、眼科医に聞いておくべきこと、最低限この話だけは聞いといてください。長いなと思ってもこれだけは覚えておいた方がいいです。1個目、緑内障とは何なのっていうと、緑内障とは眼圧を一つの理由として、視野が欠けてきちゃって、最終的にほっとくと見えなくなってしまう病気だから治療しましょうっていう病気になりますと、非常にシンプルにまとめますよ。で、治療法としては基本的には眼圧、目の硬さを下げるのしか、日本だけではなく世界の医学ではないんですよ。目薬、レーザー、手術など、いろいろあります。後で細かいのをお話ししますね。じゃあ失明これしちゃうのっていうと、きちんと治療していれば 98% の人は問題ない、99% とも言っていいですねぐらいの人は両眼失明して全く生活が不自由になるってことではないので、その点はご安心ください。でもちゃんと治療しなきゃダメですよ。で、眼圧っていうのは正常値でも下げなければいけない。つまり下げれば下げるほどいいんですよ。で、眼圧っていうのはよく目の硬さっていうふうに表現してます。目が硬いとそれによって神経がダメージを受けちゃうので、少しでも圧力を下げましょうっていうことなんですね。で、それによって神経がダメージを受けて視野、見える範囲が欠けてきてしまって広がって、全体が見えなくなってしまわないように治療しましょうと。で、眼科に行った時聞いておくべきこと、
あなたはどのぐらいの緑内障なのってことですね。初期とか中期とか後期とかありますんで、初期ですよとか中期ですよ、後期ですよとか。もう一つが、どのタイプの緑内障なのってのがあります。後で詳しくお話しますよ。詳しくお話しするんですけど、初期、中期、後期、そしてタイプ、開放隅角、閉塞隅角とかいろいろタイプがあるんですよ。特に閉塞隅角っていうタイプだといろんなお薬が使えないんですね。例えば風邪薬だとか、内視鏡検査をする時のお薬だとか、全身麻酔の時のお薬が使えないものがあるので、どのタイプかっていうのは確認した方がいいです。そしてさらにできれば今進行しているのかしてないのか、ここをチェックしておけば、大体の状況はわかるんですよ。つまり眼圧はこのぐらいで目薬したり、手術したりいろいろして視野がこのぐらいで、あんまり悪くなってない、じゃあこのままいけるかなってわかるじゃないですか。どんなにあなたが初期だとしてもどんどん悪くなってるんだったらこれちょっとまずいなって思うわけで、それによって将来設計とか変わってくると思うんで、最低この話だけは押さえておいていただければと思います。もう一回言いますけども、緑内障とは眼圧、目の硬さを一つの原因として、他にも原因あるんですよ。後でそれもお話ししますね。それによって、神経がダメージを受けて視野が欠けちゃう。で、視野というのは見える範囲であって、徐々に欠けてきてしまうと。それを抑え治療をするっていうことになります。で、失明しちゃうのかっていうと、そこまでではないので、安心してきちっと治療をお受けになっていただければってことになって、あなたは初期なの、中期なの、後期なの、そして進行しているの、開放隅角、閉塞隅角、ここまではまず最低限抑えていただければと思います。なので非常に早口でザザッとまとめました。で、こっからが本番です。まずこのベーシックなのは最低覚えておいていただいて、こっから細かいお話に関しては全部覚えておく必要はありません。1回で全部覚えられるとは思いませんので、何回か見たりだとか、これ以外にも日々新しい動画を出しています。そうすると、あの時あれ言ってたなとかって言って復習もできますので、ただ今日の話は覚えておいた方が絶対得です。なぜかというと、一つ知ってるか知らないかで効果が全然変わっちゃうところがあるんですよ。例えば目薬の差し方、これを間違えてしまうと効果は半分になります。ってことはリスクが倍になるんですよね。そうなりたくはやっぱないじゃないですか。だからこそ目薬の差し方、はたまたいろんなことぜひぜひ知って後悔しない治療をお受けになっていただければと思います。では具体的に一個一個お話していきましょう。まずはお話ししていく上でよく一番最初にあなた緑内障ですよって言われた時に思うことです。もちろん結構適当な人の場合はそうなんか治療してればいいんでしょぐらいに思う人もいると思うんです。私の父親はこっちのタイプなんだけどね。私の母親はどちらかっていうとびっくりするタイプで、しっかり話を聞こうっていうタイプなんですよ。で、私の母親に近いタイプだとか、この動画を見てる人はすごく真面目で積極的な人なんですよ。ね、つまり、そんなん適当でいいじゃんって思わずにきっちりと治療している人なんで、必ずそういう人の方が結果は良くなります。だけどもそういう人の場合の方が、あなたみたいな方は真面目で結果はいいんだけど結構心配したりストレスに抱えてしまうことがあるので、ちょっとそこを先にお話ししようと思います。まずこの先どうなるの、これが一番心配ですよね。一生見えて大丈夫なんだろうか、失明しないんだろうか、家族と一緒に過ごせるのか、趣味は最後までできるのか、とっても心配なことがあります。で、これはあなた特有の状態になってきて、その判断の仕方っていうのを後で説明します。簡単に触れておくと、今のあなたの視野がどのぐらいか、そして視野の進行スピードがどのぐらいか、この2つが分かれば一生見えるか見えないかっていうのが分かってきますので、例えば今の治療のままで一生いけるよねとか、いやこのままだとちょっとまずいよねっていうのが分かるんですよ。で、それをグラフ化して示すことができます。
で、そうやって進行度のスピードっていうのをグラフ化して示せれば、あなたがいつまで見えてるのかとか見えなくなるのかっていうのをはっきりすることができるので、後でその判別法をします。例えばこれは緑内障の本に載せてるんですけど、ある女性の例で、こうやってだんだん悪くなってきて治療してこうやって止まって、一生を終えましたみたいな、こういうねグラフをね作ることができるんですよ。っていうことができますので、あなたの一生こうなりますってことはある程度予測がつきます。もちろん今の予測だとちょっとまずいよってなったら、もっと治療すればそれを抑えることができるんですよ。で、失明するんですか？これがよく受ける質問です。100% 大丈夫ですとは申し訳ないけどやっぱり言えないです。けれども多くの人がきちんと治療さえしていれば、ほとんど一生問題なく過ごせる病気ではあるんです。でも緑内障だったら絶対ちょっとずつは悪くなるんだよね。そんなこともないんですよ。実は治療をして私の患者さんの中、はたまた私の患者さんじゃないけど一般の患者さんでも多くの人がビタッと進行が止まって全く問題なく日常生活を過ごしている方たくさんいるんですよ。だから緑内障と言われちゃったらもうダメなんじゃないの、お先真っ暗ですとは思わないでください。もちろんきちんと治療は必要ですよ。その上で失明する確率は具体的にある研究では98から 9% は大丈夫、1% 程度で失明近い状態になる可能性があるっていうふうには言われています。もちろんこの 1% をどう思うかですね。多いなって思う人もいると思うし、1% なら大丈夫かって思える人もいると思いますが、現実としてはそういう統計が出てるわけなんですよ。だから緑内障っていうとすごく失明する、見えなくなる病気ってイメージを持たれている人が多いと思います。それはなぜかというと、これはね、あなたみたいに真面目な人ばかりでは世の中ないんですよ。あまり真面目に治療しない人の方が多い。となると医者はどうするかっていうと、ちょっときつめに言わないと聞いてくれないなってなるんですよ。普通に外来に来る人の9割5分はあなたほど真面目ではないんです。となると、もう失明するよ、このままちゃんとやらないとって言わないと、真面目に治療しないで本当に失明しちゃったりとか見えなくなっちゃったりするわけなので、医者は 95% の人をやっぱ見て治療してるわけですね。あなたみたいに真面目な人はその言葉を聞いてすごくストレスに感じてしまうかもしれないけど、でもみんなが失明しないことが大切って思って医者は強めに言うんですよ。だからよく言うのは、日本人失明原因1位ですみたいな表現するんですよ。でもおかしいと思いません？ 99% 失明しないのに失明原因1位なのなんでって思いますよね。60% 失明するから失明原因1位ですって言われたら、そりゃそうかなって思うんですけど、 1% ですよ。なんで？ここは数字のトリックみたいなもんなんですけども、例えば失明原因第2位の糖尿病網膜症、第3位の網膜色素変性症とかと比較して失明率は低いです。けれども人数が多いんですよ。2位の糖尿病網膜症、3位の網膜色素変性症、はたまた4位の黄斑変性症などはもう桁が違うんですよね。緑内障の場合は患ってる人があまりにも多いんですよ。40歳以上の20人に1人、70歳以上で10人に1人が患ってる。だからたくさんいるから確率は低いんだけども総数が多くなるんですよ。例えばね、すごくシンプルに言って、失明率がじゃあ5割、半分の人が失明するんだけど、患ってる人が100人しかいなかったら失明する人が50人なわけですよ。失明率が 1% で患ってる人が1万人だったら失明する人は100人だから、こっちの人が多いんですよ。失明率 50% と 1% で圧倒的な差があるにもかかわらず、元の数が多いから緑内障ってすごく失明しますみたいに言われるんです。でも失明している人の、つまり病気になっている人の中で失明する確率が高いわけではないので、そこは勘違いしないで、あまり心配しないでいただければと思います。
そして聞かれるの、そもそも失明しないのも大切だけど治したいんですと。緑内障って言われない、つまりいやもう緑内障じゃもうあなたないですよって明日から言われたいですっていう気持ちになりますよね。こういう方法はないのっていう質問を受けることがあります。そしてそういうふうにはならないの、今現状の日本および世界の医学の現状ではそれは難しいです。なので多くの医者は緑内障は治らない病気ですという表現をしてます。でもそれは今の医学の話なんですよ。将来の医学はわからないです。あなたはいつか緑内障って病気だったねって言える日が来るかもしれないです。だからあまり諦めずに、でもそのためにはあんまり悪くなった状態の人をなしにするっていうのはなかなか難しいわけなので、少しでも今を維持するってことが大切になってくるわけですね。そこでよく質問されるのが、でも緑内障治療するって言うじゃないのと。治療っていうのは病気をなくすことを言うでしょ。でも医者は治療しましょうって言ってる。でも治りませんって言ってる。おかしくない？ここでちょっと用語として医者が治療とは言ってるけど、あくまで止めるだけしかできないのを治療と言ってるんですね。分かりにくいと思います。だから予防とかストップとか、こういう表現に近いのが、今現代の、世の中の治療だと思っていただけるといいかなって思います。でもそれがとっても大切なので、ぜひぜひそれをやっとくことによって将来いい、本当の治療が出てきた時にあなたを救ってくれるので、今適当にやってしまったら将来もしそれが出てきた時に戻れないかもしれないので、ぜひ今の治療を一生懸命やっていただきたいなって思います。なので、私も、他の医者も簡便的に止めるだけのものを治療と言ってしまうのは、ちょっと申し訳ないけど今の現状なんですよね。で、じゃあまず緑内障ね、これよく聞くのは白内障とどう違うんですかっていうことです。まずは緑内障について知ろうとして、白内障と緑内障は違うのとか、緑内障って何とか、緑内障の種類ですね。はたまた治療しないとどうなっちゃうの？例えばあなたはね治療するかもしれないけど、これほっとくとどうなるんだろうって疑問に思うことあると思います。で、治療するとどうなるの？例えば本当に止まるのとか、どのぐらいの人が悪くなるのっていう質問もあると思います。で、あなたが今見えてるから大丈夫とかどうなの？ここら辺も質問があると思うんで、基本的な緑内障の治療をお話した上で、次にまさに緑内障といえば眼圧ですね。眼圧についてこんだけ詳しくお話しします。眼圧、基本はどういうもの？眼圧って実際何なのっていう話。そして測定方法。で、どのぐらい眼圧を下げればいいのとか、眼圧を下げた時に進む場合はどういうふうにすればいいの？つまり眼圧下げたけどダメっていうこともあるので、それはどうすればいいのとか、年齢によってどう違うの？はたまた初期、中期、後期によって違うのとか、どんな視野のかけ方だとちょっと悪いのとか、そういう、眼圧をどんだけ抑えなきゃいけないか。そして次に視野検査、あなたの見える視野がどのぐらいあるのか、実際実感してもらったりだとか、視野の検査方法にもいろいろあるんですよ。多くの種類をチェックしてもらったりだとか、視野の検査機械も多くあるんですね。あなたの受けている検査機械はこれでしょうとか、こういうもんですっていうふうについてお話しします。そして実際の視野ですね。私の、親の視野を見てもらいながら、こういうふうにこのデータって見るんですよっていう話を詳しくお話しします。そして神経と視野っていうのが非常に関連してますんで、その関連性についてお話しして、視野検査って思ったほどピタッといかないですよってことについて詳しくお話しします。そして次に検査、もうちょっとお話しして、視野検査以外、眼圧以外の検査についてお話しして、神経の写真のお話、OCT という目の神経を詳しく見るような写真についてのお話、そしてそれらからわかる緑内障と間違いやすい病気、意外とあなたは緑内障と思ってるかもしれないけど、違う病気ってこともあるんですね。それについてお話ししていきます。
そしてその上で目薬についてのお話もします。目薬がどういうふうな目的で指すのか。で、95% の人が間違えている目薬の指し方。これをちゃんとやるだけで効果は2倍に上がります。そして指す時間はどうしてればいいの？指す順番は？もし指し忘れちゃったらどうすればいいの？とかっていう日常疑問に思うことについてお話しし、目薬の種類、効くものってどれなの？副作用はどういうものがあるのってことを知っとかないと、意外と副作用が出てるのに気づかない人がいるんですね。まさか目薬のせいでそんなことになってると思わなかったっていうのもあるので、それをお話しして、あとは合剤など新しいお薬が出てたりとか、妊娠など特殊な状況についてのお話をした上で、レーザー治療ですね。今は目薬以外にレーザーっていうのも出てきてます。いろんな種類がありまして、SLT、ALT、マイクロパルスなど、レーザーの種類について解説した後に、手術についてもお話しします。手術私関係ないじゃんって思うかもしれないけど、もうほとんどの人がこれから先の緑内障というのは手術が関係してくると思ってください。なので、細かい術式についていろいろお話しして、そして次に未来の治療。今後どういう治療が出てくるのか。将来的に治る方法はあるのかとか。期待できる治療っていうのも現実あるんですね。それについて解説して、あとは近未来ですね。そんな未来じゃなくて、最近こういうの出てくるよっていう話についてお話しして、でさらに最後に自分でできること、あなたができることですね。生活、どういうふうな睡眠、ストレス、体重、お風呂に入った方が、温めたり、スマホを使っていいのか、マッサージはどうした方がいいの？食事はどんな食事をとった方がいいの？栄養は？ビタミンは？目にとっていいような飲み物は？食べ物は？具体的にどういうものがいいのか、チョコレート、コーヒー、お茶、リンゴ酢、チーズなどなどを交えながらお話ししてきます。そして自分でできること、さらには今見える視野をどうやって活用して広げて使いましょうかってお話。そして情報収集をどうした方がいいか。緑内障になった後、そして人生の中での人間関係とか、準備しといた方がいいよってこと。あとはどんな医者にかかった方がいいのか。そして仲間の見つけ方などをご紹介してお話っていう感じになります。長いです。長いので気になるところだけピックアップしてもいいけど、1回は全部通して絶対見た方がいいです、ね。全部通して見ていただければと思いますし、知ってるよって内容もあると思いますけれども、あれそれってそうだったっけって内容も絶対ありますんで、最初から最後まで一通りは1回流して聞いていただければと思います。では1個目、緑内障について詳しく知っていきましょうっていうところになります。ということで、緑内障について詳しくお話ししていきます。まずは緑内障っていう名前ですね。日本語は緑内障、海外はグラウコーマって言います。そして白内障と緑内障ってすごい名前似てるじゃないですか。結膜炎とか網膜剥離とかって全然名前違いますよね。でもすごいこの白内障と緑内障似てるので、なんで似てるの？そしてその違いはってことについてお話しします。これ目の玉の模型です。目の玉の中には水晶体っていうレンズが入ってます。このレンズが白くなってしまうのが白内障。白くなるから白内障。そのままですね。白内障というのは白くなることによって前から入ってくる光が十分に奥に伝わらなくなって見づらくなる、視力が落ちてしまう病気です。なので視力が落ちるので大変わかりやすいです。一方で緑内障の場合は別に視力落ちないんです、最初の頃は。だからなかなかわからない。視野が欠ける病気。視力が落ちるのが白内障、視野が欠けるのが緑内障ですね。そして白内障は白くなります。じゃあ緑内障は緑になるのっていうと、緑には現実ならないです。ただ相当放置してると緑っぽくなるとも言われています。それはですね、本当に悪くなってしまうと目のこの黒目のところがちょっと色変わってしまって緑というか青っぽいというかな、そんな感じの色になるんですよ。なのでもともとは、白内障を白底比、緑内障を青底比とかって言ったりしたんですね。なので、それが転じて今は白内障、
緑内障っていうふうに言いますね。英語だとカタラクトっていうのが、いわゆる白内障で、グラウコーマっていうのが緑内障なので、ちょっと全然違うんですよ。なのでちょっと日本と海外だと違うかなっていう感じのイメージになると思います。で、白内障はみんななる病気です。99.9% の人がなる病気です。緑内障は例えば80代になったらどんぐらい、80代になったらたくさんいそうですね。11% ぐらいです。なのでほぼ10倍ぐらい、ね、人数に差が出てくるわけなんですよ。ということで緑内障の人の方が少ないっていうのが現状です。でも 11% もいるの？私の前に緑内障の人あんまいないんだけどって思いますよね。これが白内障と緑内障の大きな違いでもあります。白内障は視力が落ちるから、結構気づくんですよ。でも緑内障って視野が欠けてても末期になるまではあんまり気づかないんですよね。なので 89%、ほぼ9割ですねの人は自分が緑内障である人に気づいてないと言われてます。私緑内障だったのって言われる感じなんですね。そのぐらい自覚症状が少ない、自分がなんか見づらいなとか感じにくい病気であるっていうのもちょっと厄介な点。それはね、いい点でもあるんですよ。多少進んでも生活に支障がないのでいい点ですよね。でも今の現代、いろんな治療がある現代においては早期発見しづらくなっちゃってるっていうデメリットが同時にあるわけです。で、緑内障とは何なのっていうと、さっきはレンズが白くなるのが白内障。で、緑内障はどういう風になるのっていうと、まずはよく眼圧が原因で悪くなるよってよく言われるじゃないですか。眼圧って何なのっていうと、目に空気みたいのを当てたりとか、医者がチップを乗せたりして目がどんぐらい硬いかを見てるんですね。これプラスチックだから硬いけど、紙だったらふわふわっとしてるわけで、このように硬さの違いを見ているって感じです。硬ければ硬いほどそれだけ圧力がいろんなところにかかっていて、結果として目の奥にある視神経、この神経がですね、圧力に弱いんですよ。他は意外と強いんですね。強いんですよ。でもここだけが弱くて圧力に負けちゃうんですよ。で、神経がダメージ受けて視野が欠けてしまうっていうのが緑内障の病気の本体になります。でも眼圧がそんなに強くなくても、神経が弱ければちょっとのダメージでももう見えなくなってくるんですよね。特に日本人、海外の方の場合は眼圧が高い緑内障が多いですので、まさに眼圧下げればいいよねってすっごい分かりやすいんですよ。でも日本人の場合は神経繊細なんですよね。だからこそ眼圧正常なのに緑内障になっちゃったって言われます。とりわけ日本人はだいたい7割ぐらいは正常な眼圧で緑内障になっちゃうっていうふうに言われているわけなんですよね。だからこそなかなかピンときづらいというか、そういうふうになるかなっていうふうに思います。で、緑内障というのは神経がダメージを受けて視野が欠ける、それを放っておくと全部見えなくなってしまうっていう、こんな病気になります。これなんでわざわざこんなことをね分解していってるかっていうと、後で緑内障の分類っていうところを次話します。で、ここが緑内障とは何かとすごい関連してややこしい話を作っちゃってるんですね。で、緑内障にもいろいろあるんですよ。あなたはただ私緑内障ですって思ってるかもしれないけど、そこの種類があって、それによってちょっと話変わってきます。例えばですね、緑内障にはいろんなタイプがあります。一つ目、それが何なのかっていうと、これは緑内障診療ガイドラインって言って、いわゆる日本、海外でもあるんですけどもね、日本でこういうふうに治療しましょうっていうので定められているような分類だったりするんですけど、開放隅角緑内障、特に原発開放隅角緑内障っていうんですけども、原発って何なのっていうと、特に変な原因がなくて普通に緑内障になったってことですね。開放隅角緑内障、要は開いてる、開放してる。もう一個が閉塞、閉じてる隅角緑内障。隅角っていうのが目の水の排水する場所なんですよ。だから簡単に言うと、目の水が排水しないで閉塞してれば水がそこに溜まっちゃって、水がバンバン溜まっていって、どんどん硬くなっていくってイメージがつくと思うんですよ。閉塞隅角緑内障は分かりやすい。
開放隅角緑内障って開いてんだから、じゃんじゃん水流れてるんですね。入った水は流れてくる。これ問題ないじゃんって思いきや、開いてんだけどちょっとよどんでんですよ。だから入ってきて流れんだけど、この一連の流れの中でこの流れる方がちょっと弱いことで中にちょっと溜まりやすくなっちゃって、余計ダメージを加えますよって感じが開放隅角緑内障ですね。その中でも狭義、狭い意味での開放隅角緑内障と正常眼圧緑内障っていうのがあります。これ何なのっていうと、眼圧、目の硬さというのは正常10から20ぐらいって言われてます。だからこの範囲に入っているんだけども、神経が弱いから圧力、つまりダメージはそんな加わってないんだけどちょっと悪くなっちゃってるねっていうのが正常眼圧緑内障です。いわゆる開放隅角緑内障、いわゆる狭義の開放隅角緑内障と言われるものは、圧力が高いけれど緑内障になっちゃうっていう、普通のタイプっていうかね、分かりやすいタイプになりますね。日本人はほとんどが正常眼圧緑内障になってきます。そして最近はそれに加えて全視野緑内障というふうなのが一つ言われています。これは緑内障というかどうかも医者によってちょっと意見が分かれるんですよ。なぜか。全視野緑内障というのは前の視野緑内障って言います。視野に異常が出る前の緑内障なんですね。でも緑内障という病気の定義、つまり決まりとは、視野が悪くなったら緑内障って言うんですよ。でも視野が悪くなったら緑内障というはずなのに、視野が悪くなる前の緑内障って矛盾してるんですよね。だからそれは緑内障と言わんだろうっていう医者もいるし、そのうち緑内障になる可能性高いんだから緑内障と言ってもいいんじゃないって表現をする人もいます。で、似たような状態で緑内障のボーダーラインですって言ってみたりだとか、緑内障の手前ですとかって言ってみたりだとか、あとは視神経乳頭管黄拡大、長い名前ですけど、視神経、目の神経の乳頭って言って目のくぼみがあるんですよの管黄って言ってね、のくぼみが拡大してる、すごくくぼんでる。これ何っていうと、その本当のね目の神経がくぼんでる場所って、その眼圧、圧力によってどんどんくぼみが強くなって神経がダメージ受けるんですよ。だからこのくぼみが大きくなってるよっていうのは緑内障になりやすいですよってことで、これら全部全視野緑内障、緑内障のボーダーライン、視神経乳頭管黄拡大っていうのは、すごくざっくりまとめると緑内障になる前段階ですっていう表現と思ってくださっていいです。じゃあこの人たち絶対緑内障になるかっていうとそうでもないんですよね。ならない人もいるって感じですね。似たので、落雪緑内障とか、色素緑内障っていうのもこの範疇にちょっと入ってきます。落雪緑内障のことを特別言わなかったり、色素緑内障のことを特に患者さんに言わないで緑内障という医者も結構多いです。この2つの病態は普通の緑内障よりちょっと悪くなりやすいタイプなんですよ。だからもし色素緑内障、落雪緑内障って言われたら、あれちょっと私悪くなりやすいタイプかなっていうのはちょっと頭に入れていただけるといいですね。そして次が原発閉塞隅角緑内障。割合で言うとさっきの開放隅角って言ってね、開いてる方がほとんどなんですよ。なんですけど、閉塞のタイプもいて、このタイプの人の場合は突然眼圧がババーッと上がってくることがあります。緑内障発作とも言われるんですけどね。そうなってくると緊急で手術をしたりすることもあります。また慢性閉塞隅角緑内障といって、急にババーッと上がらずゆっくりダメージを受けるっていう人もいますんで、そういうタイプもありますと。このタイプによって使える薬の治療が変わってきます。特に眼科の世界であれば名医者が見て治療するからいいじゃないですか。一方で他の診療科のお薬も使える使えないが変わってくるんですね。例えば閉塞隅角緑内障の場合はいわゆる風邪薬、睡眠薬、麻酔のお薬、そして内視鏡のお薬とかいくつものお薬が使えないんですよ。ほとんどの市販のお薬が緑内障の人は使えないって書いてあったりするんですけど、これは全ての緑内障の人が使えないんじゃなくて、この閉塞隅角緑内障の人が使えないっていうふうに思っていただけるといいかなって思います。でそれ以外には続発緑内障、これは何か原因があってそれから緑内障になっちゃったっていう感じのタイプですね。なので
その原因を取り除けば良くなったりすることがあります。だから緑内障って全部良くならないって思われがちですけど、続発緑内障だったら治っちゃったりすることあるんですよ。例えば、続発の原因が、水晶体っていうね、目のレンズがちょっとずれてて、それが、原因で緑内障になってたら、そのレンズを、ね、直すしようとすれば、なくなりました。これあるんですね。ステロイド緑内障、ステロイドという炎症止めのお薬を使うことで緑内障になることがあるんです。ステロイドやめました。なくなりました。あるんですね。なので、続発緑内障、つまり何か原因があって緑内障になっている場合は、原因を消せば治るものもあるっていうですね。ただ、このタイプは少ないです。少ないですね。で、あとは小児緑内障、お子さんの頃からの緑内障。これ何が違うかっていうと、生まれながらにもう緑内障になりやすいかなりの目の状態になってるんですね。だから、ちょっと普通の大人になって緑内障になる人よりは、手術のやり方とか治療の積極性とか微妙に変わってきますので、ちょっとそこが大きい違いになってくるかと思います。こんなに種類あるんだと。自分何なのかなって。大体は開放隅角緑内障です。ただ1回は主治医に確認して、本当にあなたは開放隅角なのかそうでもないのかちゃんと確認しておいた方がいいかなと思います。薬とか使えますかって聞いていただけると大体わかりますね。そしてここから、さらに詳しい話をしていくわけですけど、じゃああなたは何のために緑内障の治療をするかっていうことをちょっと刻んで頭に入れていただけた方がいいかなって思います。なぜかというと、緑内障という病気は非常に怖いし心配になるお病気です。だからこそ本質がそのうち見えなくなっちゃうんですよ。眼圧下げなきゃ下げなきゃ、こればっかりに必死になってしまって大切なことをおろそかにしてしまうことがあります。大切なこととは何なのっていうと、目の治療をしているのはもちろんあなたが一生見えるための治療です。ここまではいいんですけど、なんで一生見えるようにするかっていうと、いや見えたいから、そうなんですけど、なぜ見えたいかっていうと、その方があなたの人生にとってより良いからなんですね。これがいわゆる内科系の命がなくなっちゃう病気とはちょっと意味が違ってくるんですよ。これだったら分かりやすいんですよ。命をなくさないためにこうしましょうっていいんですけど、緑内障の場合はあなたの人生を良くするために治療しているのに、毎日眼圧、目の病気にばっかりとらわれて、もう心もちょっときつくなってしまって、場合によっては命を落とそうとさえ思ってしまう方もいらっしゃるんですね。でもそれって本末転倒になってしまっているわけですよ。あくまで治療というのはあなたの人生を良くするためにやるものであるので、もちろん気にしてよく考えるのはいいことです。いいことなんだけども、真面目、あなたはこれを見ている時点で真面目なんですよ。真面目であるがゆえにとらわれすぎて人生をあまり悲しい状態にしてほしくはないので、あくまで人生を良くするための治療なんだっていうこのね、ベースを忘れないでほしいなって思います。いつかついつい見失っちゃったりとか、この病気のことで家族、親類、いろんな人と衝突したりだとかして、何してるんだろうって思っちゃう方がいるんですね。だからこそ今のうちからちょっと人生を良くするために見えるということを目標としてるんだっていうことを、何度か繰り返し頭に込めていただかないと、今後治療で困っちゃうので、ちょっと頭に入れていただければと思います。じゃあ緑内障になって治療しないとどうなるのって、これ疑問ですよね。治療しないと 100% 見えなくなるんですか？これもノーなんですよ。実は全く治療してないんだけど悪くならない人っていうのもいるんです。治療してるけど悪くなる人もいるんです。っていうと、じゃあやんなくていいじゃんって思いがちですよね。もちろん確率統計的に言って治療してる方が結果はいいんですよ。勉強とかもそうですよね。勉強したら東大に受かるかっていうとそうでもないじゃないですか。でも勉強しないと東大には受からないですよね。
じゃあ全員受験勉強しないと受からないかっていうと、なんか自然に勉強してるだけで受かっちゃう人も いたりもするじゃないですか。でもその人たちを見て、あの人たちって勉強しないで東大受かってるんだから、勉強なんかしなくったって東大受かるんだって、ちょっとこれ違いますよね。だってそれ特別なそういう人がいるだけの話であって、タバコとかもそうですよね。タバコ吸ってても全然肺がんにならない健康な人もいる。あんな人がいるんだからタバコって吸っていいんだよってならないじゃないですか。なのでそういう特殊な人だけを見ちゃいけない、あくまで、もちろんそういう人もいるんですよ。何もしてないけど意外と大丈夫って人もいるんですけども、基本的にはやっぱり治療しないと今よりは悪くなる可能性が基本的に高い。でほとんどの人がやっぱり日常生活に不自由を感じたりとかしてしまうことがある。だからこそ治療して食い止めてあげれば、ほとんどの人が日常生活を送って一生楽しく過ごせていけるので、ぜひやっていただければと思うんですね。で治療すればじゃあ治るのっていうと、前にもお話した通り、なくすことは今現代の医療ではできません。ただ将来その可能性はあります。将来の治療についても後でお話しします。ただ今現状のあなたの目の状態が良くないと戻るのも大変じゃないですか。全く見えなくなって全ての細胞がダメになったのを元に戻すのってほぼ難しい。それっていうのは亡くなった人をこの世に生き返らせるに近い現象になってしまうんですよ。でもある程度見えてる人がもうちょっと見えるようになるのはしやすい。つまり病気で寝込んでる人が元気になることはできるじゃないですか。このぐらい違いがあるので、そういう意味でも現状を維持していくってことがどれだけ大切かってことが分かっていただけるかなって思います。でこれを見てるあなたはそんなことはないと思うけど、僕の父親みたいに、いや今見えてるから大丈夫でしょっていうふうに甘く考えてしまう人はいます。緑内障においては今あなたが見えてるかどうかは実はあんまり重要じゃないです。それからあなたが見えてると感じるかどうかという主観ですね。これあまり関係ないです。なぜかというと、視野というのは多くの人が周りから欠けてくるんですね。結構末期になるまで 1.2 見えてて生活に支障ないです、全然大丈夫ですよって言っていたんだけども、まさに末期になってくるとガンガン見づらくなってきてて、なんか日に日に見づらくなってきてますっていう風に感じてしまうことがよくあることなんですよ。つまり普通の病気ってなんか苦しい、痛いとか辛いっていうのが徐々に悪くなるってイメージがあるじゃないですか。で緑内障に関しても視野という指標だけを見ると確かに徐々に悪くなるんですよ。でももしあなたの感じ方で言うと現実どんな悪くなり方かっていうと、ほぼずっと変わらないです。ほぼずっと変わらなくて、あるポイントでちょっと下がって、あるポイントでぐーっと下がっていく、こんなイメージなんですよ。だからこのぐっと下がる前にしっかりとやりましょうっていうことが非常に重要になってくるので、今あなたが見えてるかどうかってあんまり治療とイコールではないと思ってください。で今どんどん見づらくなってるとしても、意外とそれは治療うまくいってたりってこともあるんですよ。患者さんの主観であまり治療をしてはいけない病気なんですね。末期になってくると中心の視野がちょっと欠けてきやすいんですよ。ってなってくるとほんのわずかに欠けただけですんごく感じるんですよ。周りが欠けてる時って結構欠けててもあんま感じないんですね。例えば前の視野の悪さが10悪くなってたとしても何にも感じない。真ん中の視野の悪さが1悪くなっただけでなんか結構見づらくなったって感じるんですよ。でも視野の進行は10分の1になってるわけじゃないですか。かなりいいですよね。っていう風に主観で言ってはあまりいけない病気だっていうのはちょっと分かっていただけるといいと思います。だからこそ見えるから大丈夫とか見えないからまずいわけでもないんですよ。見えないけど止められてるとか意外と大丈夫ってこともあるんですね。だからあまり主観だけに頼らないで客観的なデータを用いて治療しないとかなり迷ってしまう治療です、病気ですって思っていただけるといいと思います。でちゃんと知識を持って治療しないといけない病気だし、すごく難しい病気です。理解するのが。今までの話も聞いてもややこしいと思いません？こんなややこしい病気なんですよ。医者でさえ緑内障を理解するのに結構時間かかるんですよ。まして患者さんだと
この説明、私のこの動画をがっちり見ることでもない限り、ほとんどの患者さんはなんだかよくわかんないけど目薬するんだなとか、そんな理解になっちゃうわけですよ。外来でちゃんと説明してくれって思うかもしれないけど、この時間外来で説明できないですよね、普通に。だから結果として医者は非常にあなたに説明が足りなくなります。もう絶対足りなくなるもんなんですよ。で、あなたは不安になってしまったりだとか、どうしたらいいか困ってしまう、そういう病気になります。この動画さえ見てくれれば、あなたはちゃんと知ることができるので、でも長いです。それだけ分かんなきゃいけないことや分かっといた方がいいことが大変多い病気であるってことは理解していただけるといいかなって思います。じゃあ次に、緑内障で最も重要と言われるのが眼圧、目の硬さですね。もうしつこく言われると思います。眼圧下げましょう、眼圧が大切です、眼圧のお薬です、言われます。言われるけどなんかピンとこないですよね。じゃあ眼圧についてお話ししましょう。では次に、緑内障の治療の基本といえば眼圧、目の硬さですよね。眼圧って何なのっていうと、目の玉がどのぐらい硬いかなんですよ。目つぶって目の上から触ると、目にはそれなりの硬さがあると思うんですよ。で、これが高くなると眼圧が高い、低くなると眼圧が低いって言います。一応正常範囲が10から20程度と言われているわけなので、20以上が眼圧が高いわけですね。で、この眼圧が高い、そして眼圧の治療がメインで行われているには、実は理由があるんです。普通に考えて日本人、我々で治療を受けると、眼科で言われるわけですね。あなたの眼圧は18ぐらいです。だから眼圧を下げて治療しましょうって外来で言われます。でも眼圧の正常は10から20なわけだから、あなたの数値って正常ですよね。正常なのになんでさらに眼圧を下げる必要があるのって普通思いますよね。いや、普通思うんじゃないですか。で、なんでこんな話になっちゃってんのってことなんです。実はここには緑内障という病気の歴史が多少関係してくるんで、さらっとお話しします。もともと緑内障というのは、眼圧が高い20以上の人が視野が欠ける、これを緑内障と言ってたんですよ。もう結構20年ぐらい前かなぐらいまでは、もうちょっと前か、2、30年ぐらいまではそれが緑内障だったんですよ。でも最近になってきて、あれ、眼圧正常なんだけど視野が欠けてくるよねって人が増えてきた、分かってきたんですよ。すると、あれ、もともと緑内障っていうのは眼圧が高い人がなるもんだって思ってたけど、これ違ったねと。正常でもいいんだと。で、これまで緑内障の治療というのは眼圧が高いから視野が欠損するってことが分かってたわけですよ。だから眼圧を下げて治療してたわけですよね。じゃあ眼圧正常な人が悪くなる場合どうすればいいんだろうって考えた。すると、あれ、今まで通り下げてみたらどうなのって話になったわけですよ。で、じゃあ今まで通り下げてみた。さてどうなった？あれ、進行食い止まったじゃん。じゃあ眼圧の正常とか正常じゃないってあんまり関係なくて、少しでも下げてる方が緑内障って悪くなりにくいんだねってことが現実的に分かってきたわけです。だからこそ、なんだか正常なのに眼圧を下げましょうっていうわけわかんない話。普通血圧が正常だけど血圧下げましょうなんて言われないわけですよね。血糖値が正常だから血糖値を下げましょうって言われないわけですよ。でも眼圧は正常でも下げましょうって言われるんです。で、ここで患者さんがよく心配するのは、正常な眼圧下げちゃって大丈夫なんですかっていう質問です。血圧って下げて低血圧になったらふらついたり調子悪くなりますよね。
糖尿病の血糖値、ねその数字が高い人下げるのはいいけど、正常な人の血糖値を下げちゃうともうフラフラになって意識失っちゃったりするんですよ。じゃあ眼圧はどうなのっていうと、眼圧は多少下げても大丈夫です。正常が10から20なんだけど、それを8とか6とかぐらいまでは下げても意外と大丈夫ってことが分かってるので、血圧や血糖と違って下げることには、そんなに心配しなくていいし、手術だったらがっつり下げることはできるけど、まして目薬で6以下になるってことはまずないと思ってくださって結構です。だから下げすぎないのってことは心配はいらないです。じゃあこんなに眼圧って言ってるけど、そもそも眼圧って何なの？目の硬さですってわかるけど、その時に、いろんな検査をして測りますよね。空気でブシュって感じで眼圧を測る時もあります。医者がチップで測る時もあります。あとはアイケアホーム、さっきね、私がこう持っているこんな感じのこの白いチップみたいのが目に当たってチェックする眼圧っていうのもあります。それ以外にもいくつか眼圧の測定方法ってあるんですよ。じゃあ最も正確な眼圧測定は何なのっていうと、一応医者がチップで測る眼圧が正常、なんていうかね、正しいというふうにされています。ただし本当の眼圧っていうのはチップでもわからないんですよ。なぜか。実は目の玉こうやってあって、チップだったり空気だったりいろんなので測るっていうのは、この横から黒目を押してどのぐらい目がへっこむかなというのを見ています。でもこれってもちろん目の玉の中が外に向けてこうどんぐらい押してるかっていう眼圧、圧力も重要だけど、同時にここが硬いか柔らかいかによってへこむのって変わってくるじゃないですか。これはプラスチックだから簡単にへこまないけど、例えば紙だったら同じぐらい押さえててもちょっとしたことでふにゃっとなってしまいますよね。こういう風に目の厚みによって数値が変わっちゃうことが分かってます。代表的なものとしてレーシックってありますね。レーシックっていうのは近視を矯正する手術になります。それは角膜、黒目を削って薄くする手術なんですよ。なので、簡単に言うと角膜がペラッペラになります。だから眼圧が低くなっちゃうんですよ。あれ、低くなっていいじゃんって思うかもしれないけど、それは本当の眼圧が下がってるわけじゃないんですよ。つまり目の玉の中でいろんなとこに圧力をかけている。その圧力をかけている中で目の奥にある視神経に圧力をかけてしまうと神経がダメージを受けて見えなくなってくるよっていうのが眼圧の問題点なんです。なんだけど、ここが薄いか厚いかによって圧力の数字が変わっちゃうっていうのは単なる測定誤差、つまり測定方法に問題があるんです。正確に眼圧を本当に測ろうとしたら目に針刺して目の玉の中で測定しないと本当はわからないんですよ。だから医者でチップが測ろうが空気で測ろうがアイケアホームいろんなもの使おうが本当に正確な眼圧というのは分かりません。もちろんね、ある程度推察したりすることはできて、角膜がこのぐらいの厚みだとこのぐらいになるかなっていう計算式とかもありますし、角膜ヒステリシスって後で説明しますけど、角膜のこのペラペラ度によって、眼圧を補正するという方法もありますが、でもそれは補正して多分このぐらいじゃないって言ってるだけなんですよ。だから本当の眼圧というのは目に針刺して調べなきゃわからない。でもそんなこと毎回してられないので、あくまで我々は仮の眼圧というのを調べてチェックしているっていうことがあります。さらには
眼圧というのは状況によって全然変わります。例えば眼圧を調べるときにちょっと嫌だなって思うことありません？空気でブシュって出るとき、ちょっと不得意だな、少し逃げたくなっちゃうとか、医者でチップで測るとき、なんかこの医者大丈夫かなって心配になって逃げたくなっちゃったり、ちょっと口臭がして嫌だから逃げたくなっちゃったり、そんなこともあるかもしれない。そうすると、力が入っちゃったりしますね。ちょっと力が入るのと、あんまり力が入んなくてリラックスするので、どのぐらい眼圧に差が出るかというのを実験してみましたんで、どうぞ見てください。ということで、眼圧を測定してみようと思います。これはアイケアホーム2ですね。自宅で眼圧を測れる機械になりますと。14って眼圧になります。次に私が力を入れて、で、多少ね、で眼圧を測ってみます。同じ目、右目です。はい、17って眼圧になりました。これで同じ目でもうほとんど時間差なしで、14が17、3ぐらい上がっちゃったっていう結果が出ました。ということで見ていただいて分かったと思うんですが、眼圧が14が17、つまり3ぐらいちょっと力が入っちゃったということで変わっちゃうんですよ。結構な数字なんですよ、3って。ちなみによく、緑内障の治療は眼圧が2割とか3割減るといいよねって言われてます。例えば20ぐらいの人の眼圧であれば4ぐらい下がれば 2割ですよね。15ぐらいの人の眼圧でいうと3下がれば2割ですよね。だから15の人がこんな感じで3下がっちゃったりしたら、本当は何の治療もしてないのに、ただリラックスしただけで眼圧が変わっちゃうんですよ。さらには眼圧というのは日によっても違います。今日、明日、明後日、全然違う数字です。もうさらには朝、昼、晩でも違います。で、寝てる時の方が眼圧は高い傾向にあります。時間によって違うんだったら眼科に行く時間をずらせばいいんじゃないのって思うかもしれないけど、眼科がやってる時間なんて午前の9時ぐらいから午後6時とか、長くやってて8時とかですよね。この時間内に最もあなたが眼圧が高い時が来る可能性はだいたい4割です。言い方変えると6割の人は本当はもっと眼圧が高いのに、その時間眼科は閉まってるから低い数字になっちゃっているように見えるってことがあるわけです。ここまで聞くと眼圧意味わかんないなと。そんなわけわかんない数字を頼りに治療していいのって心配になりますよね。だって測定するときちょっと力を入れるだけで測定も変わっちゃう。さらには検査機器によっても変わっちゃうね。医者のが一応正確だと言われても他とは数字が違っちゃう。また測定者によっても違うんですよ。医者がやる人によってもちょっと数字が変わっちゃう。朝昼晩でも違っちゃう、ね、さらには寝てるか起きてるかでも違っちゃうし、日によっても違っちゃう。で、季節でも変わります。冬場上がりやすいとかもあるんですね。大丈夫？そんな数字を信じてって思いますよね。なのになんで眼圧を用いて医者は治療をしているのというと、一つはもともと眼圧が高い人を緑内障と言ってたという時代の名残があります。
2つ目は一番簡単だからなんですね。本当に重要なのは視野です。つまり最も重要な指標というのは、あなたがどのぐらい見えてるかなんですよ。極端な話、あなたの眼圧が30あろうが、視野が全く悪くなっていない、全然問題ない、そしてこの先も視野が悪くならないんだったら、治療なんていらないんですよ。だって悪くならないんだからほっといていいんですよ。つまり眼圧っていうのは、あくまで高い人は悪くなりやすい、低い人は悪くなりにくいっていう傾向しか示してくれないんですね。だけども視野検査をじゃあ毎日やりに来て眼科でチェックしますかって言われると、ちょっと無理ですよね。そんなことしてたらもう目のために人生捧げることになっちゃうので厳しいわけですよ。一方で眼圧だったらピピって測ることが簡単にできるし、そしてそれがある程度治療で反応してくれるわけですよね。視野の場合って目薬しました、じゃあ視野が悪化が止まったかどうか見るのに1年とか2年平気でかかっちゃうんですよ。だから目薬変えてみました、効いてるかな、2年待つ、これ長いんですよ。でも目薬だったら刺した瞬間、じゃあ翌日もう1ヶ月後には眼圧が下がっちゃうわけですよね。ってなってると、この目薬効いたな、効かなかったなっていうのがもう数日から1ヶ月で判別できるんですよ。というように簡単にできてすぐに結果が出るから眼圧を使って治療をしているわけで、完璧な指標ではないです。なぜこのことを強く言うかっていうと、本当はね、こんなこと知らずに治療した方がなんか眼圧って素晴らしく医者がちゃんとやってくれてるもんだろうと思った方がなんか信頼度は高いですよね。でもあなたのように真面目な人の場合は、その眼圧が今日は高かった、次回は良かった、低かった、これで一喜一憂してすごく心がすり減っちゃったり辛い思いをする人がやっぱりいらっしゃるんですね。なのでそこまでは気にしなくていいよってことを伝えたい。かつ1回2回眼圧が高くても、例えばね、よくあるのはいつも14ぐらいで今日は17、18って眼圧が上がっちゃった。普通だったら心配しますよね。これまずいんじゃないかって。でも僕の実験を思い出してください。14がちょっと力入れて17になっちゃうことあるんですよ。対して次回は14、15に戻ってきた。こんなこと普通にあることなんですよ。だから1回2回眼圧が高いからといって焦ってはいけません。また目薬変えた、レーザーした、これで眼圧があんまり変わらないなと思っても、何回か見ていくと意外とちょっと効いてるねなんてこともあるので、1回でこの薬効かなかった、効いたって判別しないで、トータルで見ていくっていうふうに思った方がいいと思います。そして眼圧っていうのはさっき言ったように高い時低い時っていうのが1日の中であるんですよね。だったら一番高い眼圧っていうのが目にダメージを与えちゃうんですよ。その眼圧を調べたいですよね。どうすればいい？そうなんです。24時間ずっとあなたの眼圧を測ればわかるんです。その方法というのは大きく分けて2つあります。1つはアイケアホーム2、こんな感じの機械で自分で測る。2つ目はトリガーフィッシュって言ってコンタクトレンズをつけてもう無限に眼圧を測り続けるっていう機械があります。それぞれいい点悪い点があって、アイケアホーム2の場合は眼圧が比較的正確です。ただしいちいち検査しなきゃいけないので、あなたが本当に寝落ちしちゃってる時は計測できません。起きてないとできないんですよ。なので意識がある時しか検査できないというデメリットがあります。トリガーフィッシュっていうのはコンタクト入れたままなので寝てる時も測定できるんですよ。ただしその数字が眼圧という数字ではないんですね。
眼圧に似た数字になるので、ちょっと正確性に欠けるという問題があって、アイケアホーム2の方が使われることが多いかなっていうふうに思います。アイケアホーム2の場合は自分で購入することもできるので、それは他の動画で紹介しているので、ちょっとそれも見ていただくといいかなと思います。そしてもう一つが角膜ヒステリシスって言って、眼圧を測るとき角膜が薄いと良くないよ、正確じゃないよってお話ししました。それを補正してくれる機械っていうのもあります。これは自宅じゃ無理で、眼科、特殊な眼科でそういうのを測定して調べてくれるところがあるので、ちょっと私は角膜薄いかもとか、思ったより眼圧低いのに悪くなってるんだよって人の場合は、チェックをお受けになるといいかと思います。それは、調べてみるとわかるかなって思いますね。っていうように、眼圧はすごくばらつきが出る。でも、大体の平均って出るわけですよ。今日は12、明日は14、明日は13、その次14、次が12ってなったら、平均13ぐらいかなってわかるわけですよ。ね。だから、こうやって平均取ってきます。じゃあ、この平均眼圧、いくつに下がればいいんですか？これがよく聞かれる質問です。いくつに下げればいいと思います？特にあなたの眼圧。実は答えがないんです。血圧とかだと正常に持っていけばいい。血糖値も正常に持っていけばいいんだけど、眼圧はどんだけ下げてもいいって言いましたよね。だからどんだけでも下げることはできるんですよ。言い方変えましょう。少し下げたからといって視野の悪化、悪さが止まるとも限らないんです。よく言うのが3割ぐらい眼圧を下げるといいですよっていうのが一つの論としてあります。2割とか3割。もう一つが視野が悪いのかそうでもないのかによって分けましょう。初期だったら18、19ぐらいに下げればいいよね。中期だったら15から17ぐらいに下げるといいよねとか、末期、後期の人だったら12とか、11とか、そこら辺に下げるといいよねとか、そういうふうな、緑内障の視野のレベルによって分けるって考え方もあります。これはどちらかというと日本の考え方ですね。海外は3割とかそういう普段が多いです。じゃあ3割下げたとしましょう。あなたの眼圧はもともと20でした。3割下げたらかける7、14になるわけです。6下がってるんですよ。結構下がりましたよね。じゃあもう大丈夫なの？そうでもないんですね。3割眼圧を下げると7割の人は視野の進行が収まるって言われてます。じゃあ残り3割の人はまだダメなんですよ。3割下げても残りの全体の3割の人、ちょっとややこしいね。眼圧を3割下げる。30% 下げたら7割の人はいい状態ですと。3割の人はそれでもダメですと。じゃあどうすりゃいいの？もっと下げましょうなんですよ。20が14になりました。まだ進みます。しょうがない。12、11を目指しましょうってなってくんですね。というように眼圧はいくつになれば正解というのはないんですけど、初期段階では3割下げましょうとか、初期だと18、中期だと15、後期だと12みたいな感じの段階分けをするか、大体どっちかで主治医は判断していることが多いかなって思います。なので重要なのは元の眼圧ですね。元いくつかが分かんないと3割下げたか分かんないじゃないですか。だから治療前の眼圧っていうのも大切になってくるよってことになりますね。じゃあ視野がどんな感じで検査されてどんなデータになるのっていうのの実例、こんな感じになります。これ後でどういうふうに見たらいいかとか、その注意点についてお話しますが、先に言っとくけど、この視野の検査を見ると
黒くなっているところが悪いんだなってこっちにばっか注目いっちゃいますけど、これ実はあんま重要じゃないです。他の数字とかデータの方がはるかに重要なので、結構このパッと見の見た目に騙されないでください。この視野あんまり黒いの大して重要じゃないので、これ患者さんに分かりやすいようにやってるだけなんですよ。医者って大して重視してないんです、この黒いの、と思ってください。じゃあ視野ってそもそも何なのって分かっているようで分かんないですよね。一般に言う視野ってなんかこう緊張すると視野が狭くなるとか、リラックスしてると視野が広くなるとか、私は視野が広い方ですとか、あなたは視野が狭い人ですねって言いますよね。これとは違うんですよ。これはよく言う両目で開けてみた時どのぐらい見えるかとか、気持ちがどんぐらい広いかってことになっているので、これ医学的な視野ではないです。医学的な視野とは片目をつぶって片目だけを開けた状態でどの範囲まで見えるかというのは文字が見えるかではなくて、光ってるか光ってないかが見えるかっていう範囲になります。文字が見えるかと光ってるか光ってないかで違うのっていうと全然違うんですよ。あなたはこうやって見るとそうですね、180度ぐらいは視野私見えてるよって思うかもしれないです。でもじゃあ文字を出してみていただいて、じゃあ例えばそうですね、こういう文字があるじゃないですかね。こういう文字をこうずらして見ていってほしいんですよ。じゃあ本でもいいです。でこういうじゃあ緑内障の本、緑内障って書いてあるじゃないですか。これをこう見ながらずーっとずらしてこのぐらいまっすぐ見て横、これ文字見えるか？全然見えない。これ文字見えるか？見えない。見えないんですよ。これやっと見える。つまり本当にまっすぐじゃないと文字ってわからないんですよ。でも光ってるか光ってないか、動いてるか動いてないかってこれわかるんですよ、私も。これね、わかります。わかります。っていう風に文字まで見えるのって結構狭いんですよ。大体よく言うのは30度未満。バッチリ文字まで判別できるのは10度ぐらいしか見えない。10度っていうのはよく分度器、子供の頃角度ってやりませんでしたでいう10度、よく直角が90度ってやつですよ。直角90度、こうね、10度、20度、30度、40度、60度、80度、90度っていうやつですね。で、水平全部が180度。で、全体が360度っていうのが、角度なわけですけど、360度見える人間いないですよ。いないんですけども、いわゆるこの角度が10度ぐらいで細かく見えて、2、30度がざっくりわかる。この視野っていうのは、いわゆる医学的な視野とは別個です。医学的な視野っていうのは、それとは違うもんだって思ってくださった方がいいですね。で、医学的な視野っていうのはどんなのっていうと、片目をつぶって片目を開けてどのぐらいの範囲を見えるか。だから、例えば右目で見ますと、左目の左目側って鼻あるじゃないですか。鼻が邪魔してあんまし見えないんですよ。このぐらいしか見えない。でも耳側って結構見えるから、このぐらいの範囲見えちゃうんですよ。ね。結構範囲違いますよね。左目で見た時も鼻側があってこっちはこのぐらいしか見えない。でもこっち側はこのぐらいまで見えちゃうっていう風に角度が両方違う風に視野っていうのはあります。もちろん上下もねある感じになります。これが視野になりますね。で、視野ってどういう風に見えてるか。例えば視野が欠損するって言って、じゃあ例えば緑内障になった時のよく、本とか、動画とか写真とかだと黒く欠損しているように表記されますよね。でもあなた緑内障だって言われて視野欠損してますって言われて黒く見えるとこあります？ないんですよ。実は黒く見えることではなくて真っ暗になることでもないんですよ。正確にはなんかちらついたりぼやけたりしたりとか、あれそこ見えてたんだ、見えるものだったんだ、気づかないっていうのが現実的な視野の欠損なんです。その視野の欠損で近いのはよく盲点っていうのがあります。人間には緑内障がない人、何の人でも盲点って言って欠けて見えるところがあるんですね。よく言うのが
2つこう丸を出していただいて、じゃあ、このモニターに2つ丸出します。で、左目をつぶって右目で片方の丸を見ていただいて、で、近づけたり離したりするとちょっと欠けてくるっていうのがあるんですね。ちょっとそれの方法と、もう一つが指でこうずらしてどのぐらい見えるかっていう方法があります。で、この2つの方法があるんですけど、今回ご紹介するのは指の方法でご紹介しようと思います。指をまっすぐ出してください。人差し指だけですね。で、左目をつぶって右目で見てください。で、右目で見るのは左の爪先です。で、爪先見たまま、右の爪先をある程度までずらすと、ここら辺ですね。で、爪先が消えて見えなくなります。次は逆に右目をつぶって左目開ける。指を出して、右の爪先を見て、左の指を離していくと、このぐらいで消えて見えなくなる。っていう風になります。これ後で自分でやっていただくと、指本当に消えたっていうのがわかると思います。でも、こうやって左目つぶって右目で見る。右目つぶって左目で見ても、その指が欠損してたところって、普通に見えているかのように感じるんですね。これ、なんでって思うじゃないですか。黒く欠損してたりすればわかるのになぜ感じないの？これは脳が多少補っても悪くなって見えなくなっても脳が補ってくれるんです。なのでちょっとぐらい見えない、欠けていても気づかないんですよ。これはいいことであるんです。もしあなたが緑内障になって多少の視野が欠けても何の不自由もなく生活ができるというのはいい点です。悪い点としては早めに発見できたりとか悪くなってるっていうのがちょっと分かりにくいっていうところがすごく難しい点となってきます。で、最初のうちは視野が欠けてっても今言ったように脳が補ってくれるからさっぱり気づかないんですね。でもあるポイントを境に脳の補う力が全く間に合わなくなってきます。するとなんか最近見づらくなったなって感じてくるんですよ。で、あなたや患者さんっていうのは視野の欠けを感じなかった頃は結構気楽に過ごしてるんです。一方で視野が欠けてきた、見づらくなってきたとなると急に心配、必死になってくることが多いんです。でも大切なのはそうなる前の治療なんですね。結構見づらくなってからの治療はかなり苦労します。なので、できればそうなる前にガツガツと治療をしてやっていくっていう気持ちを持った方がいいです。で、特に視野が欠けてくるともう本当に心配になります。もう毎日でも視野を測りたい。本当に悪くなってないのかなってなるんですよ。で、眼科医に相談すると、いや、大して悪くなってないですよ。大丈夫ですよって言われちゃうんですよ。本当なのって思いますよね。これね、よくあることなんです。私が例えてよく言うのは、視野がもともと100見えてたとします。そのうち1悪くなると 1% ですよね。1% くらい感じないんですよ。じゃあだんだん視野が悪くなってきました。視野は10しか見えなくなりました。同じように1悪くなると 10%、実に10倍悪くなったように感じるんですよ。じゃあ何も治療しなかったら同じかもしれない。頑張って治療しました。視野の進行は半分になりました。1じゃなくて 0.5。それでも 5% 悪くなるんですね。つまり元の5倍悪くなるように感じるんですよ。だから実は治療は成功して前よりも進行が緩やかになっているのに、末期の方、悪い方はなんかガンガン進んでると患者さんは思ってしまって焦ってしまいます。するとせっかくいい治療をしてくれて、落ち着いてた医者から逃げてなんかちょっと怪しいとこ行ってしまったりだとか、あんまりなっていうところに行ってむしろ悪くしちゃうって人がよくいるので、結構後半は感じることがあるんですけど、あなたが感じるのではなくて具体的に視野のデータを参考に治療するって思った方がいいです。特に後半になるとね、焦って心配になって、あたふたしてしまうことがあるので、ちょっと気をつけていただきたいなっていうふうに思いますね。
また視野が欠けるって僕お話してますけど、実際は視野って全く見えないか見えるかじゃないんですよ。どういうことっていうと、例えば光で言うと分かりやすいですね。すっごく強い光だったら分かるけど、淡い光は分からないっていう風に視野が欠けるんじゃなくて、視野が弱くなる段階が先にあるんです。弱くなってっていつか視野が欠けるっていうのが緑内障の本体なんですね。だから結構患者さんって、緑内障になると視野がバサッ欠けたってなると思うんですけど、違うんですよ。ちょっと弱くなってそれがそのままいくと欠けるっていう風になることがあります。だからもしそれが今眼圧がすごく高くて一時的にその視野がダメージを受けて欠けてはないんだけれども弱くなっている段階の場合、眼圧を下げるとこで、視野が戻ったかのように良くなることがあるんですね。これがいわゆる死んだ細胞は生き返らないけど、ダメになっている細胞は生き返ることがあるっていうことの所作になってくるので、視野は0-100ではないっていうことはちょっと覚えていただけるといいかなって思います。で、視野には種類があります。種類。一つは範囲です。さっき私はこっからここまでの視野がありますよって言いました。この視野を調べる検査って実は緑内障の時あんまりやらないんですよ。それを動的視野って言って、なんか顎乗せて検査員が光を動かしてやるような検査になります。だからあんまり普通のクリニックだとその検査機器自体なかったりするんですね。動的視野というのが最も全ての視野を調べる検査です。ただしこれは全ての範囲の視野を調べるがために細かいとこ詳細はちょっと分かりにくくなっちゃうんですね。一方で緑内障っていうのはだいたい30度ぐらいの範囲が視野が欠けやすいってことが分かってます。じゃあ30度の範囲を細かく調べればいいじゃないかっていうことで、一般的には緑内障は24度または30度ぐらいの範囲を調べるのが最も一般的です。だから全ての視野はほとんど調べてないんですよ。中心2、30度だけを調べてるって思ってください。で、24度にするか30度にするかは施設によって違うって感じですね。もう一つ重要な視野があって、中心10度の視野です。なんでその中心だけ別に測るの？だって24度測ってれば大体わかるじゃん。違うんですね。24度測ってる時はやっぱり10度が雑になっちゃうんですよ。10度は10度の視野で測ってた方が正確に調べられます。なんでその10度だけ重視するのっていうと、この10度が見えないと他が見えたとしても文字が読めない、生活に支障が出るってことが起きてくるんです。だから極端な話、10度だけがスポッと見えません、それ以外全部見えてますってなっても、もう文字も本も読めなくなっちゃうんですよ。困るですよね。だから10度の視野が重要。昔は24度とか30度の広い範囲の視野だけ調べてればいいよっていう時代があったんですけど、今はそういう広い範囲と10度と両方測った方がいいよねっていうのが、一般的。緑内障の、専門とするところは一般的にそういうふうにやると思います。ただ両方やるのは大変だからって言って24の 2C とかって言って両方を同時に測るような特殊検査もあったりするんで、それをやる施設もあるかなっていうふうに思いますね。っていうふうにして角度の違いがあります。60度全体が見える動的視野、静的視野っていうのが30度、24度、10度っていうのを調べるような感じになりますね。一般的には30または24度と10度を交互に測ったりするっていうのが普通かなっていうふうに思います。それ以外に視野には種類があります。さっき言った30度ぐらいの視野を測るのが一般的なんですけど、結構機械のメーカーがあるんですね。ハンフリーっていうのが最もスタンダードな機械です。ただこのハンフリーっていうのはなかなか入手も難しかったり高かったりするので、他にオクトパスとか、あとはコアの AP7700 かなとかっていうような機械とか他の機械を使っているところもあります。で、大体似たような指標なので、ここではハンフリーという視野検査系をもとに視野のデータについてお話ししますが、他のオクトパスとか、AP とか
を使った場合も、数字としては似たようなものを見てるんだって思ってくださっていいかなっていうふうに思います。で、視野検査、どのぐらいの頻度でしたらいいのっていうのがあります。これは海外の論文とか、日本の緑内障学会の統計とかを取ると、だいたい3ヶ月から半年に1回っていうのが、一般的な感じかなって思いますね。もちろん視野のレベルによって進行が早ければもっともっと細かく取ることもありますし、あまりにも安定していればもっと間を空けることがあるんですけど、だいたい半年に1回っていうのがベースですかね。特に30度が半年に1回、10度が半年に1回みたいにすると、どちらにしろ3ヶ月に1回視野測ることになるじゃないですか。っていう風にやるのが、一般的っていう風になってくるかと思います。では、実際の視野を見ながら、これはこういうことですよってことについてお話ししようと思うんで、実際の視野を見ていきましょう。まず上の方には、本来名前とか、生年月日とか、あとは、検査した日付っていうのがあって、ライト、レフトみたいな感じで、右目か左目かっていうのがあって出てきますと。ここではある程度ちょっと省いているね、親とはいえ一応個人情報なのかなって。親って言っちゃってるからもう意味ないんだけど、っていう感じですね。で、次に重要になってくるのが、この検査ってどのぐらいうまくできているんですかっていうことになってきます。つまり、視野検査って、集中できなかったりとか、あと適当にやっちゃったりとか、そういうことあるじゃないですか。それを見るのが、偽陽性率、偽陰性率って言います。簡単に言うと、光ってないのにバンバン押しちゃってる人とか、あとは光ってるのにこの人絶対わかるでしょっていうのに押さないとか、そういう人っているんですね。例えば、ちょっと悪めに出したいな、心配、要はちゃんと治療してほしいからもっとちょっと押さないでおこうとかって思ったりだとか、あとはなんかちょっと心配だからパンパンこうタイミングで押しちゃえみたいな感じで押しちゃうと、偽陰性率、偽陽性率っていうのが高くなっちゃいます。これが高くなると、あなたはあんまりうまく検査ができてないねってことになってきます。もう一点が枯視不良っていうのがあります。枯視不良っていうのは何なのかっていうと、視野検査というのはまっすぐ見たままどの範囲が見えますかという検査なんですよ。極端な話、まっすぐ見たままじゃなくて、こうやって見ちゃえば全部見えちゃうんですよね。これじゃ視野検査してる意味がないんです。枯視不良というのは、あなた意外とまっすぐ見てなかったですよっていうのを検出してます。これが悪い場合はちょっとまっすぐちゃんと見ましょうと。ただこれね、あなたは頑張ってるんだけどあんまりまっすぐ見れないってタイプの人もいますし、特に中心視野、真ん中が欠損してる人は枯視不良にちょっとなりやすいという傾向があるので、ちょっとこれは致し方ないかなって思いますね。あとは何分ぐらいかかったかとか、そういうのも出てくるって感じになりますと。で、さらに、次のこととしては、実際の検査データの前になんかこう黒くなってるところの横に数字が書いてあったりしますよね。これ何なのっていうと、実はこの数字こそが本当のデータなんです。黒いのってあくまで参考で、例えば、緑内障の研究とかするときに視野が良くなった悪くなったどうなのっていうのを見るときは、こういう数字をもとにやっています。この数字が非常に少ない数字になってくると、その視野が悪いっていう感じになってきて、要は真っ黒、見えてないところはゼロになってきて、例えば30ぐらいあると大丈夫で、10いくつになってるとちょっと視野が見づらくなってきてるよねっていうのを見ています。で、ただこの数字だけ見て分かりにくいから、絵に直したのがグレースケールって言って、黒と白の、表記されているような、一番分かりやすいものになってくるわけですね。ただこれだけだと、じゃあこうかけてるのとこうかけてるのでちょっと分かりにくいじゃないですか。また進んでるかどうかっていうのを数値化しづらいですよね。なんか黒いの増えたからダメそうとか、なんか黒いの増えてないから大丈夫そうみたいなざっくりとした主観でやられたら困っちゃいます。そこでいくつかの指標、数字というのを用いて調べるっていうのが一般的です。
ただ、その数字だけだとわからないから、まず大体で見るのが GHT、緑内障の反視野テストみたいな感じで言って、簡単に言って、この人緑内障かどうかっていうのをざっと見るみたいな検査があるんですよ。で、それが、例えば異常とか正常とか、そういうのを表記してくれます。ボーダーラインの人だとこれは正常とか表記されるかなっていうふうに思いますね。で、次に MD、PSD っていうのがありますと。で、あとは、他にもいくつかあるんですけど、この2つがすごく重要になります。MD 値っていうのが一番視野の進行の指標になってくるんですね。MD 値と似てるので VFI っていうのもあります。VFI っていうのは全体を100として何%ぐらい見えてます、99としてっていうかねかな、何%見えてますかって感じですよね。だから VFI が99だったのが96、95、60って減ってきたらこれまずいよねって。MD 値っていうのはマイナスいくつって表記してて0が正常なんですよ。で、マイナス1、マイナス2、マイナス3みたいになってきて、マイナス30ぐらいになっちゃうと、この視野は全部真っ黒になっちゃうっていう、こんな感じの表現ですね。VFI で言うと、0になれば0っていう感じの表現っていうふうに思っていただけるといいかなと思います。だから、VFI と MD 値っていうのは、非常に似た指標になります。で、この MD 値と VFI というのが、ほとんど緑内障の進行を示してて、どっちかで見ればいいです。どっちとも見なくてもいいですね。だから、もしあなたがたった一つだけこの視野検査で見てくださいって言ったら、MD 値っていうね、この数字だけを見ていただけるといいです。特に医者があんまり説明してくれないとか、見せてくれないっていう場合は、その数字だけ見てください。今回はいくつだった、前回いくつだった、これさえ覚えとけば MD 値が変わらないのか、大丈夫か、悪いのかっていうのが分かってきます。なんでかっていうと、ちょっとずつ悪くなるのはいいじゃんと思う医者もいるわけなんですよね。すると、いいじゃんがそのままいって結構悪くなって初めて患者さんもびっくりしちゃうみたいなことがあって、先生いいって言ってたじゃないですかって言って、いやちょっとずつ悪くなるのはいいかなって思ってとは言わないで、ちょっとそろそろ手術かなと思ってみたいな話になったりするっていうのがよくトラブルであるケースなんですよ。だから緑内障の場合ちょっとぐらい悪くなってても患者さんに心配させないために医者があんまり言わないことがあるので、そこを見るためにもこの MD 値という数字を見ていただけるといいです。ただ、この MD 値にはちょっと弱点があります。それは初期の頃はあんまり使えない。視野の欠けがある程度出てこないと分かりにくいんですよ。じゃあそれは何で見えるかっていうと PSD という数字です。これは簡単に言うと視野のばらつきですね。ばらつきが強くなってくるとそれは視野が欠けてるってこととイコールみたいな感じなんですよ。だから基本的にはだいたい PSD が悪くなってって次に MD が悪くなってってみたいなこんな感じのイメージですね。初期の頃はこの PSD っていうのを見ていただけるとだいたい分かってくるかなっていうふうに思いますと。で他の指標っていうのはあくまで参考程度にしていただいて、でそれ以外にも下に2つぐらい黒くなってるのとか数字がありますね。これ何なのって思うと思います。これはあなたの年齢平均と比較したりだとか、平均値との比較とか、そういうのを見ています。なのであんまりここを参考にしなくていいかなって思います。もちろん緑内障を専門としながら研究をしてたりだとか、患者さんのを細かく見る医者であればここを見た方がいいです。でそれによって判断をした方がいいけれども、あなたがそこまでは調べる必要はあんまりないかなって個人的に思うんですよね。だから普通に MD、PSD、VFI、VFI か MD どっちかでいいですね。で最低限はそれが成立しているために骨子不良とか偽陽性偽陰性が変じゃないかとか見たりだとかしていただいて、でチェックしていくっていうのが基本的な緑内障のチェック流れになっていくって思ってくださっていいと思います。だから、視野の悪くなり方っていうのを医者は MD スロープ、つまり MD 値というさっき言った数字がどのぐらいのスピードで年間悪くなってるかっていうのを見ることがあります。この数字で言うとですね、治療をある程度してからどのぐらいか、例えばね最初の頃ってバーって悪くなるわけですよ。当たり前ですよ、何もしてないから。で治療をしてったらそれが緩やかになっていくんですよ。これを合算してみちゃうと全体の悪さになっちゃうので、
こうなってからこれがどのぐらいの傾きかっていうのを見ていただいて、その MD スロープっていうのがマイナス 0.3、年間 0.3 ぐらいだと、まあこれ許容範囲かなって一般的に言われてます。なんでかっていうと、じゃあ例えばあなたが今は全く視野に正常であった場合、 MD スロープマイナス 0.3 だった場合、その30度の範囲が見えなくなるのに何年かかるのか。10年で3、100年で30、つまり100年経って初めて見えなくなるわけですよ。さすがに大丈夫でしょっていうことで、0.3 ぐらいは許容ですよねって言います。0.4 ぐらいだと微妙で、0.5 ぐらいからはもうちょっと治療を強くしてもいいかなっていうふうに表現されることが多いですね。0.5 ぐらいだと様子見ることもあります。ばらつきってこともあるのでね。なので、その MD スロープっていうのを、一つの指標にしていただけると、非常に参考になるかなって思うし、これであなたの将来何年後まで見えるかっていうのが分かってきます。まず30度の範囲が全部見えなくなっちゃうかどうかを見るには、30になる MD が30になるのに何年かかるかっていうのを計算してください。もしあなたの MD スロープが1、年間1悪くなってて、今のあなたの視野の欠損が5だとしたら、30-5、つまり25まだ余裕があるわけです。年間1悪くなるとすると、25年で見えなくなってくるわけです。完全失明ではないですけどね。ってことは、もしあなたが、そうですね、80歳だったら、それも一つの考え方、今の治療で行くのも一つかなって思いますよね。でもあなたが50歳だったら75ってことだから、ちょっとそれ厳しいなって思うじゃないですか。だから、あなたの年齢と、今後の人生で、だいたい逆算できると思いますんで、そこから、じゃあ、だいたい100歳ぐらいまで、生きても大丈夫っていう計算でいくといいと思います。いやいやいや、全部見えなくなるなんてそんなの論外で、生活に不自由出ないようにするにはどうですかっていうと、ちょっとこれは計算難しいのね。まずは10度の視野が大丈夫かっていうのも重要です。もう一つが、大体、これ大体なんだけど、20ぐらいになってくると、ちょっと生活が辛くなってくるって言われてます。マイナス20ぐらい。だから、20に達するのに何年ぐらいかかるかっていうのを計算していただけると、日常生活ちょっと不自由だよねって感じるのが20に達したぐらいって思ってくださるといいです。ただこれはちょっとかけ方にもよるので、20なんだけど全然平気な人もいるんだけど、10ぐらいなんだけどちょっと平気じゃない人もいるので、生活が不自由っていうのは結構曖昧じゃないですか。細かく絵描く人と、なんか大雑把に、散歩ぐらいしかしない人だったら、求める式の能力が変わってきちゃうので、ちょっとそこが難しいかなっていうふうに思いますね。私のね、親の視野見ていただいて、こんな感じで視野は欠けているんだっていうふうに思っていただけるといいかなっていうふうに思いますね。で、この視野は視神経と関係してきます。どういうことっていうと、目の神経が悪くなって、そこの視野が悪くなってくるんですよ。で、後で出てくる OCT とかがその神経を示していて、その神経と視野が相関係してくるっていうのがちょっと緑内障の特徴的だっていうのをちょっと頭の片隅に入れといてください。後で神経の話しますんでね。そして視野検査の時、注意点。視野検査もばらつくんですよ。眼圧もばらつくって言ったじゃないですか。視野検査もなんですね。視野検査ってボタンを押す、そして30分とか目開けっぱなし、多少瞬きはできるにしてもやるじゃないですか。まだ瞬きした瞬間に光ってるかもしれないじゃないですか。それらを鑑みると日によって結果が違うんですよ。特に昨日は全然寝てなかったとか、体調悪いとかってなってくると、結果悪くなります。今日はよく寝てるなとか、ちょっと元気だよってなるとちょっと結果良くなったりします。だから患者さんでよくあるのが、視野はなんか結構悪いなっていう数字が急に出てくることがあるんですね。今まで大丈夫で視野が悪くなってきた。ちょっとまずいかな、もう一回ちょっとやってみよう。次回もやっぱり悪かった。こんなに視野が悪くなっちゃったんだ。もうやだな。手術なのかな。もうこんなに視野悪くならなきゃいいんだけどなって心配になった。もう一回視野をした。あれ？元通り体調いいじゃんっ
視野見えるじゃん。これあるんですね。視野というのはだいたい3回ぐらいですかね、連続悪くならないとまさに悪いとはちょっとなかなか言えないんですよ。だからよく視野が悪化したかどうか見るのには1年半ぐらいかかる。半年に1回チェックすると、1年半ぐらいかかるんで、ぐらいかなっていうのが一つの指標だと思ってくださるといいかなって思いますね。そして体調だけじゃなくてあなたの集中度にもよって違ってきます。で、特に患者さんに聞かれるのは、なんか押していいか悪いか分かんないときどうすればいいですかって聞かれます。それは決めてください。例えばなんかこのぐらい押しこれ光ったかな、どうかな、押しちゃえって今回やりました。次回光ったかな、光んないかな、押さないでおくかって毎回変えちゃうとこれ困るんですよ。いや押したか、これ光ったかどうかな、よし押しちゃえってなったら毎回同じように押してほしいんです。そうしたら視野のデータは比較的安定するので、3回とか待ってなくても、これは明確に悪くなってんねとか、あなたの視野の信頼度が上がるんですよ。あなたの視野の信頼度が上がれば上がるほど、悪くなってるとか大丈夫とか、それが比較的早く分かるようになって、早く治療ができるようになるっていうふうに思っていただけるといいかなと思います。また視野は緑内障だけで悪くなるわけでもないんですよ。例えば白内障でもちょっと悪くなることがあります。目の奥の血管が切れて出血したりしても悪くなることがあるので、視野が悪くなったイコール緑内障が悪くなったとは限らないと思ってください。意外と他の病気が原因で視野が悪くなってて、それを治療すると良くなることはあります。特に典型例が白内障。白内障によって視野が悪くなっている場合は白内障手術をすれば良くなるわけですね。なので視野が悪くなっているからといって悲観しすぎてはいけないってことになります。じゃあもう一回まとめて視野についてお話しします。視野とは何なのっていうと、片目で目を動かさずに見える範囲を言うので、我々が実際問題として日常で感じている視野とはちょっと違うよ。両目で目を動かして見える範囲とはちょっと違いますよってことですと。で、視野欠損かけるのは全く見えない、見えるではなくて、ちょっと見づらい、全く見えないとグレードがあるって思ってください。そして視野には種類があって、全体を見る動的視野、静的視野という検査で30度、24度、10度っていうのがあります。特に30または24度と10度、この検査が重要になってきます。なかなかね、10度をやってくれない先生もまだ今のところいます。今後ね、この柔道をやるのが大切だっていうのが広まっていくと思うので、各施設でやってくれると思いますけど、現状は柔道をやってくれない施設もあるとはちょっと思ってくださればと思います。で、あと、言い忘れた。シータファストモードって言って、早く検査をするモードっていうのもあるんですね。ある程度、コンピューターの計算によって、大体でも早めに検査を終えちゃうっていうモードがあります。例えば高齢者、例えば腰が痛い、例えば調子が悪い人の場合は、このシータファストモードって言って、早いモードでやった方がいいよってこともあります。もちろん、普通のモードよりは精度は下がるわけですけれども、だってその集中が持たないんであれば、それよりは多少の精度を下げても、あなたに無理のない範囲でやればいいことがあるので、ちょっと時間的にきついですとか、そういう場合は医者に行ってもらうといいと思います。クリニックによってはもう基本はもうシータファストでやってるみたいな感じで、早めにやってバンバン回しましょうみたいなところもあると思いますね。で、機械もハンフリー、オクトパス、AP7700 とか、いろいろ、メーカーによってありますと。ただ、そんなに変わらないので、っていう感じですね。実際視野を見てみて重要なのは、まず、右目か左目か。これは当たり前ですね。で、次に、偽陽性、偽陰性、うまくできてるか、腰不良、ちゃんと目動いてないかっていうのを見た上で、結構動いちゃったりしたら、参考までと思ってください。で、視野検査。欠けている黒いの。これ目立ちますけど、確かに重要だけど、参考程度。一番分かってほしいのは MD、VFI、PSD。ここら辺ですね。VFI か MD はどっちかでいいです。僕は個人的に MD の方が好きですし、研究とかだと MD の方がメインなので、MD でお話しすることが多いですかね。で、いうので見ていただけるといいかなって思います。で、PSD っていうのは初期の頃ですね。これをメインとして見ることもありますって感じになってきますと。で、視野が悪いのは神経が悪いところが欠けてくるって感じと思っていただいて、また視野検査は毎回同じじゃないです。あなたの調子、状態によって変わってきます。またうるさかったとかね、騒がしかったとか、
それによってもちょっと変わってきちゃうってありますね。で、視野のデータによってあなたの将来どのぐらいで見えなくなるか見えるか、これも予測できます。MD 値でいうと30を、見えないとして、今のあなたの数字、例えば、あなたが5であれば 30-5 残り25の余裕があると思ってください。年間どのぐらい悪くなってるかによってこれで何年大丈夫かっていうのが予測できます。ただ視野の欠損というのは単純に緑内障だけではなくて白内障その他の病気でも悪くなるってことは理解していただけるといいと思います。というのが視野ですね。結構長いですよね。大変なんだけど、ちょっと知っておいてほしいし、実はね、こういう話っていうのもね、基本なんですよ。これ以外にも視野にもいろんなのがあって、例えばリラックスしてから受けるといいよとか、いわゆるクラシック聴いてから受けるよいいぞとか、毎日のようにね、その情報をアップしてるので、ちょっとそれも見てくださいね。ということで、次のお話としては、それ以外の検査ですね。視野、眼圧。これ基本なんだけど、それ以外にも眼科では検査するんです。どういうものを検査して何を見てるのか、そしてその重要性についてもお話していきます。ということで、他に視野とか眼圧以外に検査どんなことをするか、一番よくやるのは顎乗せて医者が斜めから光を当てて見る検査ありますね。あれは細撃頭顕微鏡検査とかっていうんですけども、簡単に言って斜めから光を当てたりして目の黒目に傷がついてないかとか、白内障は大丈夫かとか、目の奥の他の病気はないかとか、そういうのをざっくりと見ている検査になります。あとは隅角といって目の玉の中の水の排水口の深さというかな、スペースが十分あるかっていうのも見ている感じですね。その時に丸いので目の奥見たりとか、こういうのとか頭かぶって目の奥を見たりとかして眼底検査っていうのを見たりして、あと隅角の検査っていうのもすることがあります。目にレンズを乗せて見ることもあれば OCT 目の写真で見るっていうこともありますし、あと視力検査ですね。これはよくやるかと思います。でこれ注意点です。緑内障において視力で進んでないっていうのはほぼ意味ないと思ってください。白内障とかの場合は白内障が進むと視力がだんだん悪くなっていくんですよ。でも緑内障の場合って視力はほぼずっと 1.2 とか 1.0 です。ブーっと 1.0 で後期になってきてぐーっと下がってシュッと下がる、こんなイメージなんですよ。だから視力を参考にしちゃうとこのシュッと下がってる時でさえそれが進行の度合いとはちょっと全然関係ないので、あんまり視力は参考にしないでください。なんで視野が欠けるので、こうやって欠けてるから視力が 1.0 出るとかってちょっとまた別なんですよね。参考程度って感じです。そして最も重要なのが視神経ですね。写真で視神経を見ることもあれば、眼科医が覗いて視神経を見ることがあります。この視神経をチェックすることによっていくつかのことが分かります。一つは本当に緑内障なのってことです。意外とですね、緑内障に思えて緑内障じゃない病気ってたくさんあるんですよ。例えば SSOH、 例えば視神経低形成、例えば BRVO 網膜静脈閉塞症ってやつですね。例えば PICC、 例えば強度近視、例えば脳の病気、例えば視神経症っていうのは緑内障の視神経とは違う視神経の形で視野が欠けてきてしまうんですよね。なので視神経が非常に重要。また視神経乳頭出血って言って、神経に出血しちゃうことがあるんですよ。このサインが出てくると緑内障が悪くなるサインだったりするんで、ちょっと出血出てきたなっていうとちょっと治療オーバーにしようかなってなったりしますね。なので視神経は大体見てると毎回見ますかね。さらっとですけどね、見るって感じになりますね。で OCT、 これが最近とても出てきてるし、患者さんに説明する上で分かりやすいんで医者も結構見せるんですよ。でこの OCT っていうのは、神経とか網膜の厚みを測る検査なんですね。簡単に言うと目を輪切りに切って横から見てるみたいな、こんな感じの検査で、この厚みが緑内障になると薄くなってくるんですよ。薄いところが、要は視野が欠けてる、または視野が将来欠ける可能性がある場所なんです。でこの赤く表記されるか青く表記されるか、これね親のOCT
お見せしますけど、赤く表記されるか青く表記されるかっていうのはこうメーカーによって違ったりするので、赤だからいい、青だから悪いとかっていうのはちょっとあんま参考にしないでください。でそれが、ちょっと、正常でないもの、特にこの緑とか赤黄色で表現されるところに関して言うと、赤が良くないっていうのは一般的ですけど、そういう感じで表記していきます。でこの OCT って目の写真だからばらつきってないでしょって思われがちです。視野とか眼圧だと視野検査って押すからね、ばらつき出るの納得できるけど、目の写真じゃん、ばらつきなんか出るはずないでしょって思われがちですけど、ちょっとした顎の位置とかによってばらつくことがあります。なので OCT ってピシャッと一緒とはちょっと限らないと思ってください。たまたま今回だけうまく取れなかったななんてこともありますんで、1回ぐらい悪いからってあんまり焦らないと。またこの OCT、神経が薄くなったら絶対視野が悪くなるって思っちゃってる患者さん多いです。そうでもないんですね。OCT は悪くなってるけど視野が書けない方もいるので、OCT っていうのは一つの参考だと思ってください。だから具体的に言うと、眼圧がダメージを与えて神経がダメージを受ける、 OCT が悪くなる、結果視野が欠けてくるってこの流れなんですよ。だから視野検査よりは早くチェックできるので OCT っていうのは比較的有効だし、早期の状態だと非常に役立つ検査です。ただ末期後期の方になってくると、全体が悪くなっちゃうんで、あんまり参考にならなくなってくるんですね。だから初期の頃この OCT というのは比較的参考になって、なんていうかな、視野は悪くなってないんだけど OCT が悪くなってきた、どうしよう、じゃあやっぱ治療を強化しようかっていう、こういう参考に使うもんだって思ってください。結構ねこの OCT って画像的にきついんですよ。OCT 見て参っちゃう患者さんが多いので、あんまりこの OCT に踊らされないようにちょっと気をつけていただけるというのは大切ですよ。大切な検査なんだけどね。でこの OCT というのが出てきたことによって全視野緑内障というカテゴリーが出てきたんですね。視野が悪くないけど神経が悪い状態を詳細に分かるようになった。今までもね神経は我々見てたんだけども、じゃあ前と比較してどんぐらい悪くなってるかってもう感覚なんですよ。だからこれ正確じゃないですよね。でも今の OCT って何マイクロメーター、マイクロってことは1ミリの1000分の1だったりするんですね。っていう単位で良くなってる悪くなってるっていうのが分かるんですよ。だから数値化できるので、だから治療の参考にすごい使えるようになってきたね。だからこそ、OCT が悪くなってんだったら、緑内障に将来なる可能性が高いとして、治療した方がいいんじゃないかっていうふうに言われていますってことですね。なんで、全視野緑内障に関しては、視野が悪くなる前の緑内障だからこそ、緑内障診療ガイドラインというね、日本の治療するガイドラインでも治療をしてもいいと思いますと。ただ、絶対的にやるもんではないですっていうそんな表現になっていると思ってください。正確には違う表現なんだけど、っていう感じで、ちょっと、神経とか、水晶体とか、いろいろ見ると。いうことでもう一回まとめますと、視力検査とか、斜め顎を乗せて見る検査とか、視神経を見るとか、こういう検査をよくしますと。で、大切なのは視力は意外と大切じゃない。もちろん他の病気を見るには大切ですけどね。視神経、これが大切ですと。でこれから出血したりすると、ちょっと悪くなるサインですよみたいな表現になってきますね。でそれらを見ることによって他の病気、いくつかお話ししましたね。これがあるかないかが分かってくる。つまり本当に緑内障なのかね。意外と緑内障って言われていながら SSOH だとか視神経低形成だとか他の病気だっていう方いるんですよ。ということを思って、あとは OCT、神経のダメージがマイクロメーター単位で非常に分かりますと。非常に有用な検査なので、検査を受けることはいいですけど、かなりメンタルやられちゃう人がいるんで、ちょっとそこは気をつけて見ていただけるといいかなって思いますと。ということで目薬のお話になるんですけど、目薬は何のためにするかっていうと、1点、眼圧、目の硬さを下げるっていうのが目的なんですね。ただ目薬の種類によっては眼圧を下げる以外の効果があったりとか、はたまた同じ1本の目薬でもこっちの方が眼圧がすごい下がるけどこっちの方があまりちょっと下がりが悪いよっていうところもあるんで、そこら辺の目薬の種類っていうのも知ってもらった方がいいです。
また目薬っていうのは差し方一つで効果が大きく変わってしまいます。なので目薬の差し方っていうのが最も重要なんで、ちょっとこれは分かっていただけるといいのでご説明します。そして結構ありがちな刺す時間とかをどうしたらいいかとか、はたまた目薬それぞれの種類、あなたが使っている目薬は何なのとかね、どういう副作用があるのとか、そういうことについてもお話していこうと思います。じゃあ目薬の目的としては眼圧を下げるわけですけれども、じゃあ目薬の差し方になります。あなたはどういうふうに目薬をさしているでしょうか。ポチョッと目薬してパチパチっとして目に効かせようとしている人もいると思います。これはやっちゃいけないんですね。目薬をして目に行き渡らせようと上下左右に目を動かす、これはどうなのっていうと意味ないですね。動かす必要ないんです。じゃあよく効かせるように2滴3滴使うのはどうなのっていうと、これは三角って感じですかね。あんまりおすすめはできないです。じゃあなんでなのっていうと、まず目薬をして目をパチパチとしてしまうと、瞬きすることによって人間っていうのは涙を分泌し、そして目にある水を鼻から口へと流していくんです。だからよく泣きじゃくった時とか鼻水出たりとか、ちょっとお口にしょっぱいのが来たりすることってあると思うんですよ。それが目、鼻、口がつながっているからです。なのでパチパチすると薄まってしまうのでダメですね。そして目薬をした後に目を動かす、これは特に効きとは関係ないです。なぜかというと目薬って水なので全体に勝手に行き渡るんですよ。目を動かしたら行き渡るとか行き渡らないってわけじゃないので、あんまりそこは気にしなくて結構です。そして目薬してから2滴3滴使うとより効くかっていうと、確かにね、ちゃんと1滴目が入らなかった場合は2滴3滴することは決して悪くないです。でもちゃんと入ってるのに2滴3滴してしまうと目の周りが黒ずんだりとか荒れたりとかしやすいです。なので、自信がない時はいいですけど、そうでもない時、毎回のように2滴3滴刺してしまうと、お薬も早くなくなってしまうし荒れてしまうということがあるので、あんまり積極的にそういうことをするのはお勧めできません。じゃあ正しい目薬の仕方というのをお話ししようと思います。まずは基本としては手をきれいにしてください。当たり前ですよね。で、手をきれいにして目薬の蓋を開けます。で、蓋開けたこの蓋をこういうふうに下向きに置くっていうのはおすすめできません。下側が汚れてしまう。だから上向きに置くか横に置くっていうのがおすすめです。できればこの小指でこれを持っていただけると、そのまま自然とまぶたを触って目薬ができるので、この小指のところで持つっていうのを覚えていただけると、どっかに置いて転がったとかそういうのがないので、この小指で持つっていうのは結構おすすめの目薬の持ち方になります。そして目薬ね、するときはいくつかやり方があって、一つは例えば道具を使うっていうのがあります。楽々点眼とかカパッとはめてやるやつとか、機械的な楽々点眼3とかって言ってね、ガチャってやって目薬する道具とかもありますし、自分で特に道具を使わないでやってくださっても結構です。で、やり方としてはよくまぶたをガッと開ける方法もあるし、下まぶたを下げるっていう方法もあります。これは趣味はどちらでも結構です。で、これが手がフラフラしてしまうなっていう方の場合は、この手の上にげ骨法って言ってね、げ骨の上にこのげ骨の上に手を当てていただくとちょっとフラフラしづらいので、こうやって空中でできる人はそれでいいんですけど、あと女性の場合結構横から入れる方いるんですけど、これも別に問題ないです。で、一滴黒目に入れればいいの、白目に入れればいいのっていう人いるんですけど、どこに入れてくださっても結構です。そした後は目をつぶっていただいて蓋をして目頭のところを押さえます。
目頭、わかります？で、この時に目の玉を押しちゃいけないんですよ。だから鼻を押すんだなぐらいの印象を持っていただいていいです。で、ぐーっと押すというよりは軽く押さえるぐらいで結構です。で、この目頭を押さえるというのは手術後早期はやめた方がいいです。例えば、じゃあ1月1日手術しました。まあ正月手術することないけど、で1月に2日3日に抑えるっていうのはちょっとあまりお勧めできなくて、1ヶ月は間空けるっていうのが一般的かなって思います。で、なんでじゃあ目頭を押さえるのっていうと、目頭を押さえておくと入った目薬が鼻から口に抜けていくのを止めてくれるので、より効果が出やすくなり、かつ副作用が減るっていうことがあるんですね。そしてできれば目をつぶっていた方がいいです。なぜかというと、ずっと開けっぱなしは難しいわけで、パチパチとしてしまうと。そうするとね、薄くなってしまう。このやり方をしっかりと覚えていただけると、それだけで目薬の効果が倍になるっていう研究があるんですね。なので、ぜひぜひ目薬の仕方というのはしっかりやっていただければと思います。実際これまでの患者さんも、ちゃんと目薬の仕方を分かっていなくて、もう緑内障手術しなきゃダメだよとか、どんどん視野が悪くなってこれだと失明しちゃうよと言われていた人が、ただ目薬の仕方が分かって注意しただけで全然良くなっちゃったって人がいますので、もう目薬の仕方だけはすごい大切なんで覚えておいていただけるといいかなと思います。で、目薬をさす時間はどのぐらいの時間がいいんでしょうと。主治医から指定があった場合はそれにしてください。そうでもない場合、種類によって目の周りが黒ずんだりまつげが伸びる、プロスタノイド系とかね、あと昔で言うとプロスタグランジン系の目薬、キサラタンとかトラバザンズとかタプロスとかルミガンとか、こういう系の目薬の場合は目薬した後顔を洗うこととか、拭うことが大切なんですね。なので顔を洗う時間の前にやってくださいって言います。よくお風呂入る前に目薬してくださいっていうこともあるんですけど、それはお風呂が大切なんじゃなくて顔を洗う前にしてくださいってことなんですね。お風呂だと毎日入らない患者さんもいるので、かつて僕がね、お風呂入る前に目薬してくださいって患者さんに言ったら2日に1回しか目薬しなかったって患者さんもいたので、顔を洗う前っていう風にねしていただけるといいかなっていう風に思います。じゃあ 2回あるじゃないですか。例えば1日2回の目薬ありますよね。でその場合はどうすればいいのっていうと、基本的には12時間空けていただくといいんです。6時に刺して、夜の6時に刺す、朝の7時に刺して19時に刺すみたいに12時間空けていただけると一番いいです。ただお忙しい方やまだ末期とか厳しい状況じゃない人は比較的ちょっと緩やかにしてくださって結構です。例えば前後2時間ぐらい取っていただく。例えば朝はそうです7時に目薬して、夕方は6時とかじゃなくて5時ぐらいにしていただいてって、多少短くなっても、そこはあまり気にしなくていいかなっていうふうに思います。あとは夜間寝ている時眼圧が高くなんだからその前に目薬したらいいんじゃないのっていう方もいます。確かにそれは論拠としてあるんですけど、今んとこあまりデータがないです。なので、そこはご自由にやっていただいて、何よりあなたが刺しやすい時間にしてもらった方がいいです。忘れるのが一番良くないので、時間の重要性より忘れない重要性の方が高いと思ってください。じゃあもし忘れちゃったって場合どうすればいいか。気づいた時点で刺してくださって結構です。そして次の目薬をまた普通の時間に刺していただくといいですね。で、刺しすぎちゃって悪くはないのっていうと、正直良くはないです。ただし、毎回のように忘れちゃって、効果がなくて視野が悪くなるよりはまだいいよねって、こんな感じになってきます。で、目薬の場合は大切なのが種類っていうのがあります。例えばこの緑内障の新常識の本の前の方に表があるので、これ持ってる方は見ていただければと思いますけれども、例えば一番代表的なのはここにあるいわゆるプロスタノイド受容体関連薬っていうお薬です。 FP 受容体作動薬がその中でも特に顕著で、キサラタン、トラバタンズ、タプロス、ルミガン、これが一番効く薬っ
って言われてます。実は目薬には効く薬とそうでもない薬っていうのがあるんですね。この薬系が一番効くんですね。その中でも特にルミガンというお薬が最も効くと言われてます。ただし副作用も最も大きいんですね。じゃあこの系統のお薬はどういう副作用があるかというと、まつげが伸びる、目の周りが黒ずむという見た目の問題、さらにはまぶたの脂肪が減っちゃう、ね、でそれによってちょっと落ちくぼんだ感じになってしまったり、まぶたが硬くなるっていう副作用が出ることもあります。ただ、全身の副作用がないということがこのお薬の非常にいいメリットっていうふうには なってくるので、そこが特徴です。でちなみに、これらのお薬はよく使われるし、ジェネリックを使うことが多いと思います。ジェネリックって何っていうと、昔で後発品とかって言ったんですけど、簡単に言うと安い薬なんですね。先発品っていうのがもともと例えばキサラタンっていうのが出てたんです。で10年とかしてくるとキサラタンの特許が切れて、キサラタンを主成分とした似たような目薬を作ることができます。それをジェネリックって言うんですよ。なのでジェネリックの方がちょっと3割ぐらい安くなるっていうメリットがあります。でジェネリックは大丈夫なのって言われると、大丈夫なジェネリックとそうでもないのがあったりします。むしろ元のお薬より良かったりするジェネリックもあるし、悪くなったりするジェネリックもあるので、まちまちって思ってくださるといいですね。でジェネリックの場合名前変わっちゃうんで話ややこしいんですよ。これが、ちょっとお薬業界のややこしいところで、例えばキサラタンっていうお薬はラタノプロストっていうジェネリックの名前になります。トラバタンズという目薬はトラボプロストっていうジェネリックになります。ルミガンってお薬はビマトプロストっていうお薬になります。タプロスってお薬はタフルプロストっていうお薬になります。これジェネリック全部言ってるときりないので、この系統だけちょっとジェネリックお話ししますね。で他のもジェネリックあるの多いんですけども、このお薬先生が説明してないなって場合大抵ジェネリックなので、ちょっと検索していただけるか僕の他の動画見ていただけるといいかなって思います。でそれと似た系列にエイベリスっていうのがあります。このお薬としては同じ1日1回でいいんですけど、まつげが伸びたり黒ずんだりとかっていう副作用がかなり少ないんですね。ただちょっと充血しやすくて炎症を起こしやすいっていうデメリットがあります。なので炎症を起こす病気、ブドウ膜炎、結膜炎がひどいとか、そういう人には使えないですし、また白内障の手術をした後はこのエイベリスというお薬は使っていけないってことになります。さっきのトラバタンとかキサラタンとかに比べるとちょっと効果は落ちるけど、効く方の部類に入るかなっていうことで、これを主に使うことが多いです。これは房水排出促進薬って言って、目の玉の中に水が来たのをより流れてくれるようにする、そういうタイプのお薬って思っていただけるといいですね。同じような房水の排出の、促進薬としては、グラナテックってお薬も有名です。ロック阻害薬とも言うんですけれども、1日2回の目薬になります。この目薬も効きはするけど、さっきのに比べるとちょっと落ちるって感じですね。でこっから話すキサラタン、アイファガン、あとチモプトール系列のベータブロッカー、CAI、ここら辺は団子同じぐらいの効果かなと思います。レスキュラも似たような効果ですかね。イオンチャンネル開口薬ってやつですけど、ここら辺は大体似たような感じになりますね。だからその上にさっき言った、プロスタグランジン系のお薬があって、今言った団子の普通のお薬があって、ちょっと落ちる感じで、ですね、デタントールっていうお薬が、ちょっと効果落ちるかなみたいな感じであるイメージと思ってくださればと思います。で毛色が違うものとしてサンピロっていうお薬もあるんで、ちょっとそれも解説していきますね。で、グラナテックっていうのはロック阻害薬で、これは充血血行するお薬になります。であとは慣れてくると充血はちょっと減ってくるんで、最初頑張ってると意外と大丈夫だなって患者さんもいますね。そしてまぶたが荒れやすいです。特に
最初は大丈夫だったんだけど、3ヶ月半年してまぶたが荒れてきたって場合、このグラナテックの副作用のこともあるので、頭に入れていただけるといいです。で、似たような系列で、アイファガンっていうお薬があります。アイファガンは、房水酸性抑制と、排出促進などありますけれども、基本的には、アルファ2作動薬って言って、交感神経系に作用する。交感神経っていうのは、興奮リラックスに作用するお薬になります。で、このお薬の特徴としては、むしろ1回充血シュッと引かせるんですよ。お、いいじゃんって思うかもしれないけど、後々、むしろなんか充血が目立つなって感じに感じる患者さんも多いです。そして、このお薬の特徴としては、ちょっと変わった副作用が出ます。血圧が下がるとか、眠くなるってことがあるんですね。なので、目薬し始めてからなんか眠いんだよねとか、集中力が落ちるんだよねってことが起きる可能性があると思ってください。だから起きた場合は、ちょっとお薬の副作用の可能性もありますね。また、アイファガンもしばらくしてからアレルギーが出ることがあるんですね。最初は大丈夫だったのにすごい痒くなってきた、目やにが出てきた、なんてことが起こり得るお薬となります。そして一般的なものとして、CAI っていうのがありますね。炭酸脱水酵素阻害薬といって、トルソプト、エイゾプトっていうお薬があります。このお薬はだいたい1日2回から3回、3回ってこともあるんですけどもね。で、このお薬はそんなに副作用がないってところが特徴です。ちょっとね、目薬した後、30分とか1時間とかちょっと見づらくなる、いわゆる無視とか襲名っていう、無視っていうのは霧の見え方、襲名っていうのは眩しい見え方って書くんだけど、そんな感じの見え方になる方もいらっしゃるのが、ちょっとデメリットになりますね。今はこれどちらかっていうと合剤って言って、他の薬と混ぜて使ってることが多いので、トルソプト、エーゾプト単体で使うことはすごい少なくなってきてるかなと思います。似たように単体で使うことが減ってきているのが、ベータブロッカー、チモプトール、リズモン、ミケラン、ベトプティックなどのお薬ですね。似たようなのに、アルファ1ベータ遮断薬って言って、ハイパジール、ニプラジロールっていうのもありますけど、今メインとしては、やっぱりチモプトール、リズモンなどの、いわゆる合剤ですね。プロスタグランジン系のお薬と混ぜてたりだとか、アイファガンと混ぜてたりだとか、CAI と混ぜてたりだとか、結構混ぜ物で使ってることが多いですね。このお薬は1日1回から2回のお薬になります。このお薬の特徴としては、心臓系、そして肺に影響することがあります。なので、喘息があるとか、房室ブロックっていうね、要は心臓の病気などを持っている人の場合はちょっと使えないっていうことがあります。いわゆるベータブロッカーっていうのは、ベータっていうのは交感神経ですね。興奮リラックスでいうと、興奮系を、遮断してあげることによって、リラックス効果を得るというかな、そんな感じの、よって眼圧を下げてあげるっていうイメージですね。さっきの炭酸脱水酵素阻害薬やベータブロッカーは、房水酸性抑制、目の玉にお水が来るのをちょっと防いでくれるっていうタイプのお薬になりますと。で、大体ここら辺がよく使うお薬になりますね。で、そんなには使わないんだけど、あるよってお薬が、レスキュラ、サンピロ、そしてデタントールとかになってきますね。レスキュラっていうのはイオンチャンネル開口薬って言って、1日2回。で、副作用としては目がゴロゴロしたりとか、目に傷つきやすいっていうデメリットがありますんで、結構染みるんですよね。だから、ちょっと使いにくいなって。ベータブロッカーも結構染みますね。なので、そういうお薬だって思ってください。で、サンピロっていうお薬は、副交感神経作動薬って言って、リラックス系のお薬ですね。レスキュラもサンピロも房水の排出、流れを良くしてくれる感じですね。のお薬で、リラックスして流してあげるって。副作用として、ちょっと瞳が閉じちゃうので、暗く感じたりだとか、白内障が強くなったりだとかっていうリスクがあると。そこら辺のデメリットがあって、特に暗く感じちゃうので、なかなか使いにくいなって今思うことが多いかなって思いますね。そして、デタントールになります。デタントールはアルファ1の遮断薬って言って、1日2回のお薬になります。ちょっと効果ね、全体の中で落ちるお薬になりますね。ただ、デタントールのメリットとしては、神経を強くしてくれるんじゃないかっていうデータがあったりする。エンドセリンっていうね、血管拡張とかにも関連してきて、そういう効果があるんじゃないかって感じですね。血圧が下がる可能性も一応あるって言われてますけど、そんなにデタントールで下がる人は、アイファガンに比べてないなっていう印象がありますね。っていうのが、基本的なやり方、お薬
になりますね。それ以外にもダイヤモックスって言って飲み薬でやることもあります。で、これ以外に合剤って言ってプロスタグランジンとベータを混ぜたミケルナだとか、そういうお薬があったりしますね。あとはアイファガンと CAI を混ぜた、アイラミドとか、アイファガンとベータを混ぜたアイベータとか、アイファガンと、グラナテックを混ぜたグラアルファとか、あとはベータと CAI を混ぜたコソプト、アゾルガなどがあります。なので、それもこの本の中にはありますので、それも見ていただけるといいし、ネットとかにも載ってると思うので、自分のお薬が何なのかなっていうのを知っておくといいです。なんでそんなの知らなくてもいいじゃんって思うかもしれないけど、プラセボ効果っていうのが人間にはあるんですね。これ何かっていうと、ちょっと怪しいなと思うかもしれないけど、例えば偽物のお薬だとしても、医者がこれ眼圧下がるお薬ですって塩水を渡したとしても眼圧下がるんですよ。私もいろんな研究をやってきて、患者さんに実はこの薬は効く薬ですとは言わず、効く薬とそうじゃない薬があるんですけど、一応ね、どっちかは言わないで目薬さしてくださいって渡すと下がるんですよ、眼圧。どのぐらい下がるかっていうと1とか下がるんですよ。ちなみに目薬で眼圧がどんぐらい下がるかっていうと、普通のお薬、例えば CAI とかベータとかアイファガンとかグラナテックとかって大体2ぐらいなんですよ。2から3とかっていうのが、4ぐらい下がることもあるけど、2、3っていうのが平均的な感じで、プロスタグランジン系のお薬であると2から6とか場合によっては8ぐらい下がることもあるんですけど、そのぐらい下がるよねっていうふうに平均的には言われてますね。もちろん人によってちょっと違うんですけれども、なのでこのお薬は効くんだって思って使うとプラス1ぐらい眼圧を下げる効果があるんですよ。このお薬はこうやって効く、こういう薬だって分かっていると、それだけであなたの目薬の効果は倍増するわけです。倍じゃないんだけど、すごい高くなるわけなんですよ。だからこそお薬の名前、そして効果っていうのを知っておいていただけると、あなたの治療がより良くなっていくわけなんですよね。ぜひぜひ知っておいていただければなっていうふうに思います。自分のお薬は何なのか、名前ぐらいは知ってあげると愛着も湧いてきますし、効果も出るっていうふうに思っていただけるといいかなって思います。で、こんだけ目薬があると何種類か目薬をすることがあるんですね。すると目薬の順番っていうのが重要になってきます。例えば3つお薬があった場合、じゃあ夜7時に3種類目薬しなきゃいけない。どのぐらい間を空ければいいのっていうと、だいたい5分は間を空けてほしいですね。10分20分間を空けるのは全然 OK ですけれども、5分は間を空けてほしいと。じゃあ間を空けて順番はあるのっていうと、あるんですね。まずはさらっとした目薬、次に粉っぽい目薬、次にドロッとした感じの目薬って順番になります。粉っぽいお薬の代表としては CAI ですね。トルソプト、エイゾプトとか CAI が混ざったアゾルガとか、コソプトとか、そういうお薬になってきますね。アイラミドもそういうことになってきます。で、次にトロッとしたお薬っていうのはベータブロッカーの、混ぜ物があってちょっとトロッとするようなのとミケルナとか、そういうお薬になってきますよね。こういうのだとちょっと最後の方に回した方がいいですよと。なんでかっていうと、トロッとした目薬って目にしばらくとどまってくれるんですよ。これは目に効くって言ってるのはいいんですけど、次の目薬しても効かなくなっちゃうんですよ、防御しちゃって。だからさらっとしたのをして、染み渡った。で、ちょっと粉っぽいのも少し残るんですよ。粉っぽいのしました、染み渡った。で、次にドロッとしたのをつけてしばらく効かせようってやった方が効果的なので、普通のお水、さらっと粉っぽいの、ドロッとしたのっていう順番に目薬を刺すんだって思っていただけるといいかなと思います。この目薬の組み合わせだとどうなのって場合は結構いろんな人から質問いただいてて、サブチャンネルとかいろんなところで答えてますんで、それも見ていただけるといいかなって思いますね。あとは副作用は覚えておいていただいて、たまたまあなたに何年後かに出ることもあるってことは覚えておいてください。副作用ってすぐ出るもんだと思いきや、時間が経ってから副作用が出る方っていらっしゃるんですね。だからちょっとややこしいことになります。
で、特殊な状況、例えば妊娠してるだとか、妊活してるであるとか、はたまた授乳中であるって場合は目薬の制限が出てきます。基本的には妊娠中や授乳中の場合は目薬しない方がベストです。ただし、患者さんの状況に応じて、この時期はこういう目薬やめようねとか、これは使っていいよねっていうのがいろいろあります。なので、そこら辺は主治医と相談しながらやっていただくって感じになります。はたまたあなたの体調、状態によってちょっとこれは変えようとか、そういうこともあります。また、さっきこの目薬はこのぐらい眼圧下がりますって言ったけど、これはあくまで平均です。言い方変えましょう。7割の人は効くんだけど、3割の人は目薬効かないってことが結構あるんですよ。特にプロスタグランジン系のお薬、いわゆるFP 受容体作動薬とか、そっちで言われるキサラタンとかね、トラバタンズで言われてるんですけど、目薬してもめちゃくちゃ効いたって人と、効いたけどもう一歩だよねって人と、さっぱり効かないって人がいるんですよ。なので、よく患者さんに聞かれるのが、どの目薬の組み合わせが最強ですかって聞かれるけど、理論的に最強っていうのはあるんですよ。でも、あなたにとって最強なのは、一個一個調べていくしかないんです。じゃあこの薬使いました。どうかな、効くかな。よし、効いた。で、結構効くな。じゃあ次こっちのお薬いってみよう。あれ、こっち効くはずなのになんかちょっといまいち効きが悪い。じゃあしょうがないからこっちのお薬。これもダメか。じゃあ次のお薬っていう風に一個一個組み替えていきながら、最も正しいものを組み合わせて使っていくしかわからないんですよね。だからもちろんね、あなたの状態がすごく厳しかったら最強の組み合わせをいきなり使ってみて、もういいからどれが効いてるかなんか調べてる場合じゃないからやるってこともあるんですけど、ちょっと余裕がある人の場合は一個一個目薬を足してって、これ効くかな、あ、効いた、じゃあ次の薬、あれこれ効くかな、効いた、次の薬ってやってくって思っていただければと思います。そんだけちょっと個人差があるっていうのが目薬って思っていただければと思います。で、目薬をするのはよく聞いているけれども、例えばレーザー、手術ってなると、もう私には関係ないって思うかもしれないです。今ね、全然そこまで初期だったりしたら。そんなことないんですよ。例えば、レーザー治療っていうのは、日本では最初にやらないけど、海外だと先に目薬しないでレーザーしようって国も結構あるんですよ。で、そういうデータが出てきて、日本もそのうちそうなるかもしれない。すると、あなたも将来レーザー受ける可能性かなり高いです。はたまた、手術に関して言うと、昔は緑内障手術を受けるっていうのは相当悪い人だけだったんです。けれども、今は白内障手術の時に、ついでっていうとちょっと語弊があるけど、ついでに緑内障手術をすることが非常に増えてきました。でも私は白内障手術しないからなって思うかもしれないけど、人間は 99.9% 白内障になります。絶対あなた白内障なんですよ。だからその時手術をするかしないかって急に言われます。その時に何にも知らないと、手術怖いから避けますってなっちゃったりだとか、なんかいいから勧められてるから受ければいいんだって受けちゃうと、それはそれでいい点悪い点があるので、ちょっとそれは事前にさらっと、詳しく知らなくていい、さらっとだけ理解しておいていただけるといいと思います。さらっと分かっておけば、いざ急に言われた時に、あれなんか聞いたことあるって言って、冷静にもう一回調べたりだとか聞いたりすることができます。なぜそんなことを言うかっていうと、緑内障の手術とかってそんなに幸せじゃないんですよ。白内障手術ってやれば見やすくなるし、みんなハッピーって手術なんだけども、もちろん不幸なこともゼロじゃないよ。なんだけど、緑内障って大成功してるのに視力下がったとか、大成功してるのになんだかぐじゅぐじゅして調子悪いとか、結構普通にあるんですよ。だからそこを理解しておかないと、手術って甘くないし、手術したら緑内障治るんでしょって勘違いしちゃってる人もいて、そんなことはないんですね。そこについてもお話していこうと思います。じゃあ、緑内障のレーザー治療。レーザーって目にレーザーを当てて眼圧、目の硬さを下げてあげるっていうレーザーになります。で、LI とか虹彩にレーザーを打つやつって言って、閉塞隅角緑内障のタイプの場合、それを進めることがあります。ちょっとこれだけは特殊例なので、先にお話しておくと、それは目の玉の中の水の排水口が狭いとき穴を開けて、流れを良くして、ちょっと広げましょうみたいなレーザー治療になります。なので、
閉塞隅角に対してのみ使うレーザーであり、そのレーザーは根本解決ではないんですね。白内障が強くなってくるとまた流れが悪くなっちゃうっていうところもありますし、副作用としては、角膜、黒目が白くなっちゃう水疱性角膜症っていうリスクもあるという治療になります。ただそれはね、そういうふうに言われた時よく相談して考えればいいかなって思いますね。なので一般的なレーザーについてお話しようと思います。ちなみに閉塞隅角の人が、白内障手術とかレーザーとかして閉塞隅角じゃ仮になくなった場合、全く問題なくなるかっていうとそうでもなくて、普通の緑内障に移行する人もいるんですね。なので普通の緑内障のことも閉塞隅角の人はちょっと知っていただけるといいかなって思います。じゃあレーザー、一番一般的なのは SLT というレーザー光線です。セレクティブに選択的に目の玉の線維柱帯っていう水の流れの邪魔しちゃうところにレーザーを打って流れを良くしようっていうレーザー治療になります。昔は ALT っていうレーザーもあったんですけど、今はあんまりこの ALT はやらないので無視していいと思いますね。SLT っていうのは眼圧、目の硬さを下げてあげるレーザーで、海外ではいくつかの国でファーストチョイス、つまりは目薬する前にレーザーしましょうよって国が結構あります。なんでっていうと、レーザーの最大のメリットは1回受ければ目薬みたいに忘れるってことがないですね。やっぱりお国柄によっては目薬出されてもそんなん刺さないよとか、めんどくさいとかって人もいるし、広大な土地のだったら目薬取りに行くのが大変だっていうところもあったりするんですね。また経済状況、例えばアメリカみたいにお薬めちゃくちゃ高い、僕がね患者さんでアメリカから来てる人で、アメリカで薬高いからカナダに買いに行きますっていう人も言ったりするんですよ。っていう風になんか高いみたいなんですね。するとお薬買うのが高いからレーザーで済ましちゃおうっていう、そういう国もいくつかありますね。経済合理性で、レーザーを選択することもありますと。じゃあレーザー効果としてはどんなものなのっていうと、まずは眼圧は下がる確率は 100% ではないですね。6割とか7割とかっていうようなデータっていうふうに言われてます。でほとんどの人が6割7割は眼圧下がって、数十%、2、30% の人はほぼ変わらないって感じですね。で数%の人は逆に上がっちゃったりすることがあります。でそれ一生続くのかっていうと、あまり一生続くことはないし、ほとんど見ないんだけど、ゼロではないと思っていただけるといいかなっていうふうに思いますね。っていうのがレーザー SLT。じゃあ1回やると一生効くのっていうと、平均 2,3 年ぐらいで効果切れてくるのでまた打つってことがありますね。じゃあ何回打てるのっていうと、一応無制限ってことにはなってます。本当なのかってところはまだよく分かってないんですけど、制限なく打てるかなっていうふうに言われてますね。そしてそれ以外には、毛様体光凝固っていうのがあります。その SLT っていうのは目に出てきた水を流れを良くしてくれる方ですね。毛様体光凝固っていうのはこれ何かっていうと、目に水が出てくるのを止めてあげるっていう治療になります。2つやり方があって、従来昔からやられてた毛様体光凝固っていうのは、外側白目側から、毛様体っていうのを焼いてきたりだとか、冷凍凝固、冷凍でやることもありますけどね、光凝固今回の話はとか、手術でレーザープローブみたいので焼いてくるとか、そういうのもありますね。もう一つがマイクロパルスって言って、しっかり焼かないで、ほどほどに焼いてあげるって方法がありますね。つまり毛様体光凝固にはがっつり焼くのとほどほどに焼くのがあるんですよ。がっつり焼く方はすごい眼圧下げることができます。極端な話、ゼロ近くになっちゃうこともあるんですよ。すると眼球に水が出なくなっちゃって逆に完全失明しちゃったりする眼球瘻ってなるリスクもあるんですね。だからそこそこリスクがあります。もちろん主治医がちゃんと調節してればそうなる可能性は低いですけど、ゼロではないってことですね。次にマイクロパルス。さっき言ったように本当にね水が産生されなくなっちゃったらちょっと怖いじゃないですか。だからがっちりレーザーしないでちょっとほどほどにしようよっていうのがマイクロパルスレーザーって感じになります。なのでほどほどの水の産生量になってくるっていうのがメリットになりますね。デメリットとしては同じ眼球量とかの可能性も、ゼロではない。ただ、かなり低くなっているっていうところが、メリットとしてありますね。で、あとは MLT。これは SLT と似たような感じのレーザーで、最近出てきているような方法です。ただ、ちょっと SLT に効果が落ちるかなってデータもあるので、選択肢の一つっていう程度と思っていただけるといいと思います。あとは毛様体光凝固の中のグリーンレーザ
とか、いうのもあります。これは従来は毛様体光凝固はイエローとかレッドとか、レッドが主に使うのはレッドレーザーっていう赤色のレーザーを使うことが多かったんですけれども、イエロー、どっちだったっけな、忘れちゃった、ごめん。レーザーを使うことが多かったんですけど、グリーン色のレーザーを使うことによってダメージをちょっと最小限にしながらレーザーしようっていうことがあります。ただこれは手術的にやらなきゃいけないので、結構リスクもあるし、最近言われてるレーザーなので正直まだデータとしては不十分です。なので、毛様体光凝固の、グリーンレーザーとかがっつりとした毛様体光凝固の場合は一般的に他の手術をしても全然効かない人、いわゆる手術をしても効かない人にやるのが一般的ですね。だからレーザーにはグレードがあって、 SLT とかマイクロパルスレーザーっていうのは、別に普通の人にやることありますね。毛様体光凝固の普通のやつとか、毛様体光凝固のグリーンレーザーとか、こっちになってくると、相当悪い人、もう手術をしても厳しい人っていう風にやるって感じの、ちょっと二極化した感じと思ってくださればと思います。だから、大体は SLT をやるのが一般的かなっていう風に思います。で、レーザー、目薬というのはもちろん効果があるんだけど、正直言って効果が限度があります。なのでやはり手術、メスを入れるという方が効果は高いんですね。当たり前っちゃ当たり前ですよね。で、前も言いましたけど、昔はね全然関係なかったけど、今ではもうほとんどの人が緑内障の手術をするかどうかは一生に一回は考える、そういう時代になったって思ってくださればと思います。じゃあ手術と言われたらどうすればいいの？つまり手術の説明今詳しくしてきますけど、そんなのさらっと聞いて結構ですね。言われた時考えればいいので、でも言われた時パニックになると思うんですよ。だって大体ね、急に言われることあるんですよ。それまで大丈夫だ大丈夫だって言われてたのに、突然そろそろ手術を考えましょうか、って今まで大丈夫って言ってたじゃんって言って、いきなり手術を言われることがあったりもするんですよ。で、にもかかわらず手術はうちではできないのでどっかに行ってくださいとかって言われること多いんですね。緑内障の手術ってあんまりハッピーな手術じゃないので、やりたがる先生があまりいません。特にミグスっていうね、弱い手術だったら結構クリニックでやったりするんだけど、強い手術になるとあんまりやりたくないねって先生が多いので、どっかに任せるってことが多い手術になります。で、手術って言われた時にまず確認してほしいこと、その1、今緑内障が悪くなってるから手術って言われてるのか、違う理由で手術と言われてるのか、例えば白内障を手術するからついでに手術しましょうぐらいな軽いニュアンスなのか、このままだとまずいよね、手術しましょうよっていうニュアンスなのか、これなんとなく聞いてればわかるじゃないですか。どっちなのかですね。次に手術って何の手術なのかっていうのを聞いてほしいです。ただこれって言ってくれないパターンもあるんですよ。例えばクリニックがどっかに紹介する場合、クリニック側が何々手術した方がいいですって勝手に決められないんですよね。だからこの場合は大きい病院とかに紹介されたところで何々手術ですって聞くしかないですね。はたまた大学病院とかちょっと大きい組織だと、下の先生が手術した方がいいですって言うんだけど、下の先生は手術術式を決める権限がなくて上の先生が決めるってパターンもあるので、その場合はちょっと術式聞いてもちょっとそれはそのうち考えましょうかみたいな感じで言われることがあります。ただ、どっかでは必ず術式っていうのを言われます。で、どの術式手術の方法なのかによってリスクとかが全く違うんですね。例えばミグスっていう弱い手術であれば、それによって視力が落ちたりとか見えなくなる可能性って極めて低いです。もちろんゼロではないですけどね。一方でトラベクレクトミーとかもうすごくいい手術、最強の手術ですけど、逆にやっぱ見づらくなったり調子悪くなるリスクっていうのがかなりあるんですよ。だからもう全然天と地ほど違うので、緑内障手術って言われたんですけど、その手術ってどうなんですかって聞かれてもさっぱりわかんないんです。全然違うので、何手術かっていうのは絶対確認した方がいいですね。じゃあ手術はどういう時にするのっていうと、大きく分けて2つあります。1つ目は白内障手術をする時に、せっかくするんだったら眼圧を下げる手術をしますかって時ですね。この場合は大抵ミグスという非常にリスクの少ない手術をするのが一般的です。もう一つが視野がじゃんじゃん悪くなってきてるからこれ止めるしかないよねっていう時の手術です。
この場合でもミグス弱い手術にすることもあれば、強い手術で対応することもあるので、この場合どっちなのかっていうのをちょっと確認しておかなければいけないですね。で、もしあなたが手術をするかしないか非常に迷うんだったら、MD スロープ、つまり視野の悪化スピードっていうのを確認していただけると、何年後にあなたが見えなくなるのかっていうのは大体概算できるんですよ。すると、いや、6年後このままだったら見えなくなりますよって分かったら、さすがに手術するかなとかって考えられるじゃないですか。でも、なんか将来悪くなる気がするからやりましょうだと、ちょっと腑に落ちないこともあると思うんで、ちょっと手術を考える場合はそこを聞くのも、一つの手かなって思いますね。じゃあ、手術、どういうものがあるのか。まず、大筋としてミグスっていう弱い手術と、一般的なちょっと大きい手術がありますと。ミグスっていうのは、いろんなタイプがあるんだけども、簡単に言って、日帰りでできたりだとか、小時間、短い時間でできます。で、リスクも少なめです。その他の手術はちょっとリスクが大きくなってくるって感じのイメージと思っていただけるといいと思います。で、そういう枠組みとは別に、手術の術式、やり方っていうのがあるんですね。トラベクロトミー系、繊維柱体切開術。切開っていうのは切るですね。これは目の玉の中には水が目の奥から水が来て黒目に行って流れるって流れがある。この流れるところの流れがちょっとよどんで悪いから、そこに切れ込みを入れて流れを良くしてあげようっていう感じの手術です。僕がよく説明しているのは、洗面所の水の流れが悪いと。で、排水口の蓋がちょっとこう髪の毛とか詰まって流れが悪いと。だから排水口の蓋取ってしまうと。そうすると流れ良くなりますよね。っていう手術っていうふうに言っています。なので、これは非常に自然な手術になります。もう一個がトラベクロトミー系、いわゆる繊維柱体切除術って言って、通常の流れとは別個に穴を1個開けるんですよ。そしてそこに水を流してあげる。これは具体的に言うともう、さっきの洗面所で言うと、蓋だけじゃなくて、その先の排水管ごと取り替えてしまって、まだまだもっと新しい穴をブツッと開けて、そっちに流してあげようっていう、そんな感じの手術になりますね。そしてもう一つが、チューブシャント手術って言って、バルベルトとかアーメットとかって言うんですけど、もう、目の玉のところから、刺して、チューブでこの奥まで水の中をぐーっと奥まで水を流してあげようって、こんな感じの手術がありますね。だから切るだけ、穴を開けるだけ、そしてチューブでぐーっと奥まで水を流すっていう、こんな大きく分けて3つの手術があります。で、1個目のトラベクロトミー系、切るだけの手術は、聞いて分かるようにちょっとリスクが低めの手術になってきます。で、低めなんだけど、その中でちょっとガツッとやる方と弱くやる方があるんですね。普通のトラベクロトミーっていうのは結構出血したりだとか、ちょっと大変なやつです。で、タニトフックっていうのを使ったりだとか、トラベクトームとか使ったりとか、アイステント W とか、そういう道具を使う場合は、比較的弱い、ミグスとかって言われるタイプ、低侵襲ですね。360度スーチャーロトミーって言って、糸でブワッと切るのもあるんですけど、これは結構ちょっと出血しやすいですね。ただ、ミグスと言ってもよくある、ちょっとどっちとも言えない感じですね。ちょっと結構出血するタイプの手術になります。ただ、この手術系のいい点としては、自然な流れなので、感染症のリスクが少ないんですよね。違う穴をブスッと開けちゃうと、やっぱばい菌が入りやすいんですよ。でも自然な流れなんで、そんなに菌が入ったりすることがないと。ただし、眼圧下降効果、眼圧を下げる効果に非常に限度がある。さらには、出血するっていうのがあるんですね。やっぱ切るので、血が出やすいっていうところがデメリットで、それによって眼圧がポコッと上がることがあります。例えば、手術前の眼圧が18で、もうちょっと下げたくて手術したのに、手術してみたら38ぐらいになりましたと。と思ったら、また下がってきて、最終15、6になりましたみたいな、こんなことがあるんですよね。だから、キュッと上がることがあるので、スパイクとかって言うんですけど、眼圧のスパイクって言ってポンと上がることがあるって思ってください。で、レクトミー系、これトラベクレクトミー、もうこれがゴールデンスタンダードというもう緑内障の基本中の基本の手術になります。最も眼圧を下げる効果があって、最も効いて、かつ最も世界で用いられているというかな、他の方が術式は今は多いかもしれないけど、今までの蓄積が非常にある手術になります。だから、基本ですね。で、目に穴を開けて、水の流れを
作ってあげる。ただ目に穴を開けるってことは、人間は穴を直そうとするわけですよね。だから傷を作っても、水が流れてて眼圧下がりました、ああよかったって言ったら治っちゃうんですよ。治ったら意味ないですよね。だから治らないように傷を作るという非常にややこしい手術になります。じゃあどうやって治らないようにするのかっていうと、代謝拮抗薬って言って、傷口が治りにくくするようなお薬を塗ってあげたりだとか、はたまた、いわゆるこうですね、傷口の水の流れを一定流しとく。水が流れてると皮ってこうなくならないじゃないですか。でも水がシュッて流れて止まって、シュッと流れて止まってってなると、いつか止まってしまうわけなんで、ずーっと流れてることで止まりにくいよねっていう、こんな感じで止まらなくするっていう方法になります。でこれは非常に眼圧を下げやすいですね。ただトラベクレクトミーっていうのは、非常にいい点の手術なんだけども、デメリットとして眼圧が下がりすぎたりとか感染のリスクがあるので、そこの効果を多少ね、レクトミーほどは効かないけど、ちょっとリスクを下げた手術としてエクスプレスって手術とかマイクロシャントって手術があります。なので効果はちょっと落ちるけど、リスクもちょっと落ちるっていう感じになりますね。だから最強がレクトミーなんだけど、それちょっと落とすって感じになります。それ以外にはインプラント手術って言って、目にこうチューブを入れて奥まで水を流してあげるって手術があります。なんで奥まで水を流す必要があるのっていうと、さっきの穴を開ける手術は確かに代謝拮抗薬、つまり傷が治りにくい薬使ったり水を流してあげることで流れはするんだけども、そのうち塞がっちゃう人っていうのが結構いらっしゃるんですね。具体的に言うと3割ぐらいは、いるんじゃないか。5年生存率7割とか言ったりするんですけども、そういう人は特にね、例えばアトピーの人とか、ブドウ膜炎、目の炎症があるとか、近視が強い人とか、小子体手術とか、他の手術を受けたことがある人っていうのはなりやすいんですよ。なので、そういう人の場合は、手術1回目トラベクレクトミーとかなんかした。でもやっぱ塞がっちゃうよね。じゃあ、塞がらないようにすればいいじゃないか。チューブだったら、その中を水が流れていっても塞がらないですよね。じゃあそうすればいいよねっていうのがチューブシャント手術なんですね。じゃあこのチューブシャント手術だったら 100% 眼圧下がるのっていうと、チューブで目の奥まで水は行くんだけど、そこで止まっちゃうこともあるんですよ。とはいえ、1回目トラベクレクトミーとかいろいろしてちょっといまいちだった人の場合は、2回目バルベルトとかアーメットの方がちょっと止まりにくいよねっていう論文とかもあるので、そういう意味で普通の手術の効きが悪い人はこのインプラント手術はいいんじゃないかっていうふうに言われてますね。それ以外には毛様体冷凍凝固術っていう手術もあります。これは何かっていうと、今までの手術は目の玉に水が出てたのを流すのを良くする手術ですね。毛様体光凝固術っていうね、レーザーの方でお話しましたけど、光凝固じゃなくて冷凍凝固、凍らして、目の水を産生する能力を減らしちゃおうっていう方法です。これも水があまりにも産生されなく逆になっちゃうと眼球しぼんで見えなくなっちゃうってこともあるので、ちょっとリスクがある手術ですから、他の手術をしてもちょっとダメな場合、冷凍凝固っていうのをすることもありますね。また普通緑内障の手術と関係ないじゃんって思う白内障手術だけをすることもあるんですよ。白内障手術だけをすることによっても眼圧は下がることがあります。また閉塞隅角気味って言って、目の玉の水の流れが悪い人の場合は白内障手術するだけでも眼圧が良くなったりだとか正常化することがあるので、こんな感じですね。これは詳しく覚えておく必要はないです。なので、こんな感じのがあるんだなと、なんかすごい大変なのと簡単なのがあるんだなって覚えてください。特にトラベクレクトミー系の手術、一番効く手術はすごく不調を抱えます。なんでかっていうと、目の玉のところに白目に水を流すんですね。水がポコッと膨らんだところに水が溜まるようになってるんですよ。だから、なんていうか、イボを作るようなもんなので、なんかゴロゴロ感したりだとか、なんか涙のノリが悪くなって乾燥したりだとか、そういう不調を訴える方もいます。また乱視が出て見づらくなったりだとか、眼圧下がりすぎて見づらくなったりだとか、また手術による侵襲ダメージによって視野が悪くなる。特に中心視野、真ん中の視野が狭い人の場合はワイプアウトとか言ったりするんですけど、今まで視力は 0. いくつ見えてたのに 0.1 以下になっちゃうってこともあり得る手術なんですね。なので、ちょっとそこら辺のリスクを納得した上でやらなきゃいけなくて、かつ緑内障の手術って眼圧が下がるんだけど、眼圧下がっても別に見やすくならないじゃないですか。もともとの眼圧が18でした。眼圧が12まで下がりました。
結構いいですよね。でも視力は良くならないんですよ。視野も改善しないんですよ。だから患者さん、あなたの実感としてはやったけど何も変わんないなって思うんです。一方で、例えばトラベクレクトミーって手術をすると、さっき言ったようになんか異物感があったりだとか、なんかぐじゅぐじゅした感じがしたりだとか、はたまたちょっと視力が下がったりってことがある。視力が下がったりごじょごじょするのに全く良くなって実感がないっていうのがちょっと難しいところなんですね。またコンタクトレンズがちょっと使いにくい、できないとかっていうところもあったりもするので、そこら辺はちょっと頭に入れていただいて、そんな手術もあるんだなっていうのを入れていただけるといいと思います。とはいえ、やっぱりね、もうちょっといい方法ないのって思うじゃないですか。そこで未来の治療、特に近未来、もうすぐ出るよっていう治療とか、もうちょっと先に出るよっていう治療についてお話していこうと思います。ということで、近未来の治療としてよく一般のクリニックではやってないけど近未来っぽい治療っていうのがどっかの特定のクリニックだけやってるのってありますよね。例えば NMN とか、あとは幹細胞を点滴するとか、あとは遺伝子治療とか再生医療とかを普通のクリニックでなんか何十万とか、あとは特殊な目薬とかで10万とかするんだけども、これは素晴らしい目薬です、注射ですとかって言ったりすることもあると思います。これは正直僕はお勧めしていません。理由としてはもっとちゃんとしたのを今海外で開発されたりしてるんですよ。だったらそっちやった方がまともじゃないっていうのが考え方ですね。ということで今開発されているそっちやった方がまともなんじゃないっていう近未来の治療、もう日本じゃまだだけど海外だとあるよっていう治療についてお話ししようと思います。1個目が、未来の目薬ですね。一つは例えばルミガンってお薬が最強だっていうお話はね、目薬のところでしたんですけど、それのさらに効くやつっていうのが開発されてて、日本でもね、ある企業さん、コーアさんかながそこら辺の技術を買い取って実用化に向けて今動いているところです。ルミガンに NO っていうね、一酸化窒素っていうのをくっつけて、それによって効果を出す。はたまたそれによって血管拡張、血液の流れも良くしてあげるんじゃないかっていうような、そんなお薬があるんですよ。もうすでにある程度の治験データは出ていて、ただ皆さんのなんていうかな、一般的に使えるようになるまではもうちょい時間がかかるよねっていう感じ。それは企業さんの頑張りとか、いろんな政治的絡みがあるのでいつかわかんないけど、そういうお薬がまず1個ありますと。もう一つが、インプラント。これどういうことかっていうと、普通は目薬は毎日刺すもんじゃないですか。でも、毎日刺さなくてもいいよねっていうので、目にですね、この目の玉をこう横から見た時の隅角、ここのところにですね、プツッとチューブ入れてあげるんですよ。でそうするとこの入れたチューブから徐々にお薬がこう徐放って言って少しずつ溶け出してきて、1回注射して半年とか、場合によっては2年ぐらいお薬が効いて、目薬しなくてもずっと効いてますっていう、そういうお薬があるんですよ。すると、ですね、目薬の副作用で使えなかったって人がこのチューブの中の方で目が荒れない、ゴロゴロしたりしないから使えるようになるってこともありますし、効果も長く使えるんですよね。さらには目薬、ね、このチューブを入れとけばそれ以外の目薬もさせるわけだから、より効果を出しやすいっていうね、インプラントのこれもいくつか実用化されているとかありまして、ですね、アイステントに関連する会社がやっているやつもありますし、それ以外の会社も何社か、もう6社ぐらいあるのかなっていうのがあります。別動画で詳しく説明してるので、そういうのもあります。それ以外にもね、涙の通り道にチューブ入れるのもあるんですけど、そっちはあんま一般的じゃないので、隅角のとこにチューブを入れてお薬が溶け出すっていうのが今の、未来の治療、未来というかね、もう現実的にあるんだけども、日本ではちょっとまだっていうようなお薬になってきます。すごく効くなとか、これ使いやすいなってなってくると日本に早く取り入れたりすることもあります。それはちょっとご紹介していきますね。で、未来の手術ですね。今は例えばアイステント W って言ってね、2個ねチューブみたいなの入れるんですけど、3つ入れるっていうのもあるんですよ。それで効果をさらに出してあげるっていうね、より効果があるっていうデータがあります。すると、前のミグス低侵襲の手術より効果が出てリスクは大して変わらないっていうような
風になってきて、より安全に眼圧を下げるようにできると。すると、例えば今のアイステント W って白内障手術と同時じゃなきゃダメなのに、そうじゃない時にやったりとか、いろいろできると。それ以外にも、いくつかの禅とか、いわゆるこう眼圧を下げる簡単な手術っていうのも出てきてます、海外ではね。なのでそれが後々日本には来るかなって思いますんで、そういう未来の手術、もう未来っていうかな、近未来の手術っていうのもありますと。さらには近未来の検査っていうのもあります。例えば自宅で眼圧が測れる、今で言うと、アイケアホーム2とかトリガーフィッシュって言ってね、自宅で眼圧を測れるのありますけども、それがもうちょっと簡便にかつ、もうちょっと精度高くできるようになってくるかと思います。すると、もうちょっと治療をオーダーメイドするようにできるんですね。これどういうことかっていうと、今って眼科に来た時眼圧を測ることしかできないから、本当にあなたが眼圧が上がってんのが何時なのかそれ分かんない。だから目薬適当な時間でいいですよ、1日1回だったら何時でもいいですって言うんですよ。でももしあなたの1日の眼圧がきれいに分かるようになったら、じゃあここに当ててこの時間に目薬しましょうよとか、12時間空けるのこことここにしましょうよとか、オーダーメイドに目薬をチョイスとか調整できるようになります。すると同じ眼圧の下がり方でもより効果的にあなたの眼圧を下げて、なんていうかな、視野の進行を止めてくれるっていう風になってきますね。似たようなので言うと、AI とか、いわゆるこうディープラーニングに関するビッグデータの世界では、日常生活はこういう風にすると眼圧が上がりやすいとか、あなたのタイプでこうだと、じゃこういうところに気をつけた方がいいですよとか、そういうのがより分かるようになるんですね。今だと、後で日常生活についてもお話しますけど、コーヒー3杯までがいいですとかなんとかってお話してますけど、それは一般論なんですよ。で、あなたの状態、遺伝子状態、はたまた生活状態、すべてを鑑みると、あなたはコーヒーあんま関係ないですとか、あなたは運動関係ないですってこともあり得るし、あなたは絶対運動もっとした方がいいですとか、そういうのも分かってくるかなって思います。あとは OCT ですね。目の神経を調べる検査です。今は自宅でできないですけど、 OCT を自宅でできるように、スマートフォンに設置してやるとか、そういう機械とかも出てきたりとか、あとまたなんていうかな、簡便にできる検査っていうのも実は開発されてます。今は、発展途上国的な国で使ったりとか、そういうレベル感なんですけど、もうちょっと精度が出てくると日本で自宅で使いましょうとか、そういう風になってきて、自分で神経の状態調べられるようになるかなと。また視野検査も今は眼科に行って調べなきゃいけないけども、例えば、そうですね、3D のゴーグルとかってあるじゃないですか。あれを使って自宅で視野が測れるようになってくる可能性が高いと思います。すると、視野検査に行くののストレスも減れば、細かく視野検査を調べることができるようになってくるので、いろんなことがわかるなと。さらには正確な眼圧測定、今は空気とかチップとかそういうので眼圧測らなきゃいけないけど、目の、玉にね、実際に眼圧測定チップみたいのを目に埋め込んであげると、より正確に24時間眼圧測定ができるっていう機械も、研究段階だけどあるんですね。それが分かってくると、もっともっと、精密に眼圧が分かってくるかなって思います。っていうのが、近未来の治療ですね。じゃあ未来的な治療でいうと、遺伝子治療、再生医療 iPS とか、はたまた人工臓器っていうのがあります。それぞれどうなのか、結論言っちゃうと、今のところ現実的なのが遺伝子治療になります。人工臓器は現実的ではあるんだけど、非常に限定された状況下になってくるって感じですね。なんで人工臓器の話先にしましょう。人工臓器でいうとアーガスとかいくつかのメーカーというかな、物品があります。で、いわゆるカメラみたいなフィルムって言わないか、今で言うとチップにね、光の情報をやって脳に直接そのデータを与えてあげることで、光ったとか光んないとか、こんな見え方っていうのを伝えるっていうのがあります。ただここにはデメリットがあって、そういうチップを脳とか、そういうところに埋め込むのってどうなのっていう問題と、精度としてはやっぱ低いんですね。光った光んないとか、そういうレベル感でしか今のところわからないので、ちょっとそこら辺もうちょっとはいいんだけど、手が動くのがわかるとか、そのレベル感はいけるかもしれないんだけど、非常に0.1 とか、1.0 とか、そういう感じではないっていうところが人工臓器のちょっと問題点かなって思いますね。で、再生医療でいうと、皆さんは
iPS 細胞っていうのを、非常に期待してると思います。でも iPS 細胞にめちゃくちゃ期待してるのって日本ぐらいなんですよ。世界でいうと iPS だけじゃなくて、いわゆる昔からあるような、細胞だとか MSC 細胞だとか、いくつか、卵胞から直接使う細胞だとか、そういうのを使うことが、一般的な研究としては多いんですね。日本の場合はね、山中先生のこともあって、かつ倫理的な問題もあって iPS がいいよねってやってるわけですね。で、これらは確かに緑内障系の神経に作用するようなものは作れそうだとか、そういう研究もあったりはしますが、神経の形を再構成して緑内障をゼロにできるかっていうと、なかなかちょっとハードルがまだ高いかなって思いますね。今現状だと網膜色素変性症とか、ですね、黄斑変性症とか、そういうものに関してはある一定の効果が出てきてますね。それはですね、いわゆるiPS ってシート状に作るのは結構簡単なんですよ。立体構造を作るのはちょっと難しかったりして、ただ脊髄に関して iPS でいいデータが出てるっていう研究があるので、突然踊り出てきて良くなる可能性はあります。例えば視神経のところに注射を iPS で入れてあげると再生してきて良くなるよっていう可能性は正直あるんだけども、まだなんていうかな、あるきっかけがつかめてないっていう感じですよね。そこがつかめると急になるかもしれないですけどって感じです。で、現実的なのが遺伝子治療。なんでかっていうと、そもそもある一定の効果はもうすでに出てるからなんですよ。さっき言った iPS とか人工網膜って、人工網膜は一定の効果が出てるけど、非常に弱いじゃないですか。で、iPS に関してはまだ現実、緑内障に対して治療がっていうのはちょっと難しいわけですよね。一方で遺伝子治療だとあるんですよ。まず1個目が光遺伝子治療ってものになります。これは何かっていうと、普通遺伝子治療っていうと遺伝子に悪いところがあってこれを直しましょうってイメージあるじゃないですか。違うんですよ。ここでいう遺伝子治療とは全く違う遺伝子を目に組み込んであげましょうと。組み込むことで何が起きてくるかっていうと、新しい機能を獲得するっていう感じなんですね。だから別に緑内障の細胞を良くしようとか悪くしようとか全く考えない。そんなの無視して、そうじゃなくて見えるようにする細胞を入れてあげましょうと。そういう発想なんですよ。光遺伝子治療というので、その遺伝子を組み込んであげました。するとそもそも見えてなかった目が見えるようになる。こういう研究です。ほぼ失明の人が見えるようになるっていう感じですね。なんでっていうと、要は光を感じる細胞っていうのが、死んでしまっている場合に、光を感じるように細胞として組み込んであげれば、見えますよねって、そんな感じですね。ただちょっと現状特殊な光しか感じないとかっていうのもあったりするんで、それを制御するようなゴーグルしなきゃいけないとか、そういう設定もあったりするので、ちょっとまだわからないところですけど、今も日本および世界でいろんな研究が進んでますので、これは一つの可能性としてあるかなと思います。ただまだ実用化なわけではないですね。もう一個が神経栄養因子になります。神経栄養因子って何なのっていうと、神経に栄養を与えてくれる因子、そのままなんですね。神経栄養因子がある方が目にとって良くて緑内障になりにくいっていうのも分かっています。なので神経栄養因子を取るといいよねってことはなんとなく分かってるんですね。ただ今のところ神経栄養因子をじゃあ目に行き渡らせるっていう方法があんまり分かってないんですよ。もちろん食事でこういうものを取ると神経栄養因子が分泌しやすいっていうのもあります。それは後で食事のところでお話しますけど、ただそれはやっぱり効果としては一定弱いわけです。となるとしっかり効果を出すにはやっぱり直接目に入れたいわけですね。ということで神経栄養因子を目に入れるのはどうかっていう研究は行われました。ただ入れてもすぐなくなっちゃうんですよ。毎日注射するわけにもいかないじゃないですか、目に。これ厳しいなって。どうしたもんかなと。あ、そうだ、遺伝子変えちゃえばいいよくないって話になったんですよ。で、普通の細胞に遺伝子変えて神経栄養因子を分泌するような細胞に変えてあげちゃいましょうっていう研究があります。すると神経栄養因子を分泌してあげて神経が強くなってくる。下手するとこの神経栄養因子っていうのは失った視野を戻す可能性もあるんじゃないかっていうふうに言われている因子なんです。ちょっとまだ分かんないよ。だから治りますとはちょっと言わないんだけども、そういう研究もあるっていうふうに思ってくださいね。なので
神経栄養因子は非常に期待できます。ただ、今、神経栄養因子の治験は進んでるんですけど、緑内障に対してではなくて、他の病気に対しての治験が進んでるんですよ。で、それが通った後に、緑内障になるかなって感じですね。もう治験はある程度進んでいるので、これのお薬としては、ちょっとアメリカ FDA が先になると思いますけど、その後日本に入ってくる感じの流れになるかなっていうふうに思います。だから神経栄養因子の遺伝子治療に関しては非常に期待できるかなって個人的には思ってます。まだね、先だから、いろんな政治絡みとかもあって分かんないけどね、あるんですよ。企業のお金とかいろんなことが。なのでちょっと分かんないけど、ちょっとそこは期待していいのかなって個人的には思っています。というのが、未来の治療。でもこの未来の治療を考える上で大切なのは、全く見えなくなってからの治療は厳しいんですよ。なので今の視野を維持することが重要になります。となると、もちろん目薬、レーザー、手術という基本的な、ことについてはお話ししました。それだけじゃなくて、自分でできること、あなたができることっていうのはやっぱり大切になってくるんです。そこでそのお話をしていきたいと思います。で、自分ができることのお話をすると、じゃあ医者に私にできることないですかって聞くとどう言われるか。ないです。あなたは私の言われる通り目薬してりゃいいです。悪くなったら私の言われる通りレーザーを受ければいいです。悪くなったら私の言われる通り手術を受ければいいんですよっていうふうに言われてしまいます。これは医者が傲慢だからでしょうか。そういうわけでもないんですよね。実際それは半分正しくもあるんですよ。エビデンスって言って、世の中にある証拠としてはやっぱり手術、レーザー、目薬っていうのは大変たくさんの証拠が集まってます。一方で飲み物、食べ物でどのぐらいいいかってデータは非常に少ないんですよ。それ調べてもどっかの儲けになるわけでもないし、はたまたやっぱ効果としては非常に微細なわけなんで、あんま真剣に調べられてないわけです。なので少ないデータでそんなの効く効かないなんて言うのなんて意味ないよ。だからいいから治療だけ受けてましょうってなるんです。でもね、じゃあその先生に聞いてみて、糖尿病でも全然問題ないですかって言われると、いやそれはまずいよと。糖尿病にはならないで、血糖値は正常な方がいいよと。血圧高くなっても大丈夫ですかって聞くと、いやいやダメですと。血圧は正常にした方がいいですよって言われると思います。それはね、緑内障診療ガイドラインでも血圧は正常な方が、血糖値は正常な方がいいよっていうことは言われているわけです。あれ？食べ物関係ないのに血糖値も血圧も関係するの？なんで？って思うじゃないですか。つまり、今の糖尿病や高血圧っていうのは極端な時を言ってるんですね。でも極端じゃなくても血圧高めとか血糖値高めだとやっぱり目にとって良くないんですよ。緑内障にとって良くないことは分かっているんですね。なのであなたとしてはもちろんデータは多少少ないかもしれないけど、細かいそういう努力を積み重ねていくことはできるんです。例えば食事に気をつける、運動に気をつける、睡眠に気をつける、ストレスに気をつける。これらは一つで眼圧が5下がりますってことはないですけども、その細かいものを積み重ねていくことであなたの目は、そして体は良くなっていくんですね。もちろんこのお話をする内容としては緑内障に対してってお話はしてますけど、基本体にとっていいことです。だから緑内障にとっていいから、体重100キロにしましょうとかそんなこと言わないです。体にとってもいい一般的な話にはなっちゃうけども、どういうものを食べるといいかっていうデータもあったりするので、そこら辺についてお話しできればと思います。じゃあ1個目は生活ですね。どういう生活をすると緑内障にとっていいかっていうのがあります。で、一番おすすめしてるし覚えておいてほしいのがマインドフルネス。なんか難しいカタカナ出てきたな。難しいんですよ。これ何か。でもやることは簡単なんです。今ここに集中してリラックスする呼吸法、ですね。よく座禅組んだりしてやったりする瞑想に近いような感じになります。なんか急に怪しくなったなって思うかもしれないけど、ちゃんとデータあるんですね。マインドフルネスっていうのはゆっくり深く呼吸をする、そして呼吸にだけ注目するっていう方法です。具体的には、鼻から吸って口から出す、または鼻から吸って鼻から出す、こんなイメージをしていただいて、胸で吸うんではなくてお腹で息を吸う感じ、吐く感じっていうイメージを持ってください。ちょっと一緒にやってみましょう。
吸って吐いて、もう一回いきます。吸います、吐きます。気持ち吐く方を長めに3秒吸って6秒吐くぐらいな気持ちでやっていただけるといいです。で、できる限りリラックスできる場所でやった方がいいですね。例えばご自宅のソファーだとかお椅子だとかベッドの上だとか寝っ転がってやってくださっても結構ですね。ちなみに目薬は寝っ転がってやっていいですかって聞かれることあるんですけど、寝っ転がった方が上手にさせることが多いんで結構いいことですね。じゃあリラックスして呼吸にする。で、呼吸にだけ注目するんですよ。我々は生きているといろんなことを考えます。あの時もうちょっと早く眼科に行ってればなとか、このままにしとくと失明しちゃうのかな、私大丈夫かな、こっから先どうなのかな、心配します。でもそれってやはりストレスになって体にとって良くないことなんですね。そこで呼吸にだけ注目する。吸って吐いて吸って吐いて、ただただそれに注目する。そうすることで集中してリラックスすることができます。すると交感神経、副交感神経という自律神経というのも整えることができるんですね。自律神経というのは自分の興奮、リラックスっていうのね、のバランスをとってるんです。ただ我々の今の現代社会っていうのは興奮することが多いです。電気はずっとついていて、スマホやテレビ、パソコンなどに囲まれています。するとやはりストレスの多いことになってしまう。だからよく緑内障の目薬は副交感神経、リラックス系の目薬、サンピロとかあったりするわけですよね。っていう風にリラックスした方がいいと。で、呼吸以外のことを考えちゃったらどうするのっていうと、その時は違うこと考えちゃったな、呼吸に注目しようというふうに思っていただくだけでいいです。別動画で実際一緒にやりましょうって動画もあるので、それも見ていただけるとより良いですけれども、これは実際にあるいくつかの研究で眼圧が下がるっていうような研究データも出ているので、ぜひぜひやっていただけるといいかなっていうふうに思います。で、今言ったようにストレスも良くないんですね。だからストレスをなくしましょうって言われても無理じゃないですか。ね、イラつくような、周りの人もいるかもしれないし、環境かもしれないです。で、それをゼロにすることはできないけれども、減らそうという努力は多少はできるかもしれないです。できない人もいる。なんだけど、できる範囲で、ストレスを減らすようにしていただいた方がいいですね。そして、できればストレス解消ですね。趣味があったりだとか、そういうふうに別のことでストレスを忘れるのもいいですし、ストレスの捉え方を変えるっていうのもいいですね。例えば、嫌なことを言ってきた場合も、これは私の修行だって思うっていう、ちょっと宗教的だけど、そういう考え方もあるわけで、捉え方をちょっと柔らかくするっていうのもストレスの解消に役立つと思うんで、やっていただければと思います。さらには、睡眠が重要だって言われています。睡眠時間でいうと、短すぎたり長すぎると緑内障にとって良くないって分かっています。4時間未満の睡眠、10時間以上の睡眠が良くないというデータがあって、6から9時間程度が妥当ではないかって言われています。もちろん体質的にショートスリーパー、ロングスリーパーという特殊体質の人は別ですね。そうでなければ6から9時間は睡眠をとるように意識していただいた方がいいです。また睡眠の時、突っ伏して寝るのはあまりお勧めできません。その時に目を押してしまったり、下向きにするだけでも眼圧は上がってしまうことがあるので、できる限り上向き、または横向きに寝ていただける方がいいです。枕で言うと、しないよりはした方がいいし、する場合はちょい高めの方が好ましいです。30度ぐらいの角度がある枕で眼圧が下がるって研究もあるんですけど、30度は結構きついです。15度ぐらいで結構ですので、枕ちょっと高めにしていただけるのも一つの方法。ただ、寝れることが大切なんで、高い枕にしたら寝れないですって人は別に今まで通りで結構です。体重も重要であるって分かっています。太りすぎ、痩せすぎは良くないので、BMI って言って、身長に対する体重の割合が程よい、22とか、ぐらいに収めていただけるといいと思います。入浴。お風呂に関して言うと、そこまでデータはないけれども、熱すぎず、冷たすぎず、38度とか、ちょっとぬるめで悪くないんじゃないかなっていう研究データがいくつかあります。ただ、これは結構弱めのデータなんで、気持ち程度と思ってください。メガネはどうなの？コンタクトとどっちがいいの？これに関して言うと、メガネの方が好ましいです。
メガネにすればコンタクトより眼圧が下がる上がる、これは関係ないです。でもコンタクトにしてしまうと目に傷つけたりしてしまう可能性があります。緑内障の目薬自体も目を傷つけてしまうことがあるので、そういう意味ではメガネの方が好ましい。ただコンタクトでもダメではないよって思ってください。スマートフォンの使用はどうなの？パソコンの使用はというと、スマートフォン、パソコンの使用によって眼圧がほんのわずかですが上がるという研究データがあります。なので控えられれば控える方がいいです。でもよく患者さんで、じゃあ私の仕事辞めた方がいいですかって言われると、そこまでではないんで、ほんのちょっとなので、気持ちとして、無駄なスマホを見るとかパソコンをするとかは控え気味の方がいいかなって思います。また温める、まぶたを温めたりすることも、比較的血流にもいいんじゃないかと言われてますね。マッサージはどうなのって言われると、これはね、いろんな研究があって、目のマッサージ、ツボマッサージがいいのかっていうのはあるんですけど、どの研究も結論で言うとあんまり効果がないのかなっていう結論が出てます。耳たぶのマッサージだけちょっといいのかもっていう論文が1個だけあるんですけど、ちょっとデータかなり弱いので、あんまりマッサージは効果は低いかなって思います。なので積極的にやらないし、目の周りとかゴリゴリ顔とかをやる、頭をやるマッサージはむしろデメリットがあるので、ちょっと避けていただいた方がいいかなって思います。ということで、生活で言うとマインドフルネス、リラックスして呼吸に注目する、ストレスを減らす、睡眠時間は6から9時間、体重は程よく、入浴は熱すぎず、冷たすぎずで、メガネはコンタクトよりもメガネの方がいいですと。でスマホは控えめの方がいいけど絶対やめろというほどではないです。温めるのは決して悪くないです。マッサージに関してはちょっと何とも言えないですって思っていただけるといいかなと思います。では食事に関してはどうなのっていうと、食事に関してはですね、基本があります。もちろんこれ食べるといいよとかっていうのも後でお話しますけど、その前にこれを押さえておかないと話になりません。1個目、カロリーを取りすぎまたは少なすぎ、これはダメです。例えば、チョコレートがいいですよとかって言われてチョコレートバンバン食べて1日6000キロカロリー取りました。ダメですね。それで体悪くなっちゃいます。なのでカロリーは、後で言ういろんな食材を考える中でも終始は変えないでください。急にカロリー増やしたりして太ったり減らしすぎて無理にダイエットをしてしまうというのも好ましくないです。また PFC バランス、タンパク質、脂質、炭水化物のバランスは程よくとってください。具体的に言うとタンパク質は体重あたり 1g とかから 2g の間ぐらいとかだといいかなって言われてますね。例えば60キロだと1日 60g ぐらい取るかなとか、60から7、80とかぐらい取れるといいかなって感じですね。で脂質でいうと、それあるパーセンテージ、2割とか4割とか、4割ちょっと多めだけどもっていう風に抑えていただいて、油はちょっと取りすぎは気をつけた方がいいですね。また脂質、油の場合は質のいい油を取った方がいいですね。いわゆるジャンクフードよりは、しっかりとした油、DHA、EPA みたいなお魚系の油とかの方が好ましいです。で炭水化物もゼロではなく比較的取っていただくのは一つの方法となります。ただ炭水化物で急に血糖値が上がるような、ちょっときつめのものを取るのはあまりお勧めしない、っていうふうに思っていただければと思います。それも具体的に後でお話していきます。これが基本です。だから総キロカロリーやタンパク質、脂質、糖質、このバランスがめちゃくちゃ崩れるように、じゃあこれはいいからって言って取りすぎるのはダメです。基本はバランスを整えた上でって思っていただければと思います。じゃあ具体的にどういうものがいいのか、よく言われるのも一つ目っていうのがルテインになります。ルテインっていうのは、よく眼科医がおすすめする栄養素として代表的ですね。ですね、目に対する保護効果があると言われています。ルテインというのは抗酸化物質といって、酸素とか、いわゆる光のダメージから目を守ってくれるものになるんですね。あれブルーベリーとかいいんじゃないのって言うけど、ブルーベリーに含まれるアントシアニンというのは目だけじゃなくて全身に効いちゃうんですよ。だから目には結構効果弱い。ルテインの場合は目に集まりやすいので、比較的効果があるし、緑内障に対してルテインがいいんじゃないかっていう研究データも、実際あったりします。で緑内障特有のことで言うと、それ以外にはカシス
のカシスアントシアニンがいいんじゃないかっていうのが札幌医大、ね北海道の方の大学病院が研究出したりしてたりとか、あとは、緑内障用のサプリメントっていうのもあったりしますね。緑内障のサプリっていうね、いわゆる動画もあるので、それも見ていただけると思います。カシスに関しても、カシスの、サプリがあるので、ちょっとそれに関しても、緑内障のこの本の方でご紹介はしていますので、具体的なサプリとかも見ていただいて、どれを取るかっていうのは考えていただいていいと思います。ただサプリはあくまでなんていうかな、サポート追加であるので、メインサプリでいけばいいでしょっていうのはやめた方がいいです。あくまで食事から全てを取って足りないからサプリを取るグラジェノックスとかっていうのがありますので、そういうのも見ていただけるといいですね。この本でいうと64、5ページにありますけども、そういうのも見ていただけるといいかなっていうふうに思いますね。ただサプリはあくまでサポートですね。もう一つがビタミンもバランスよく取っていただけるといいので、よくマルチビタミンですねっていうのは摂取するのも悪くはないと思います。で、例えばビタミン B を大量摂取すると、神経にいいんじゃないかっていう研究結果もあったりします。ただ大量摂取の場合っていうのはリスクもあるんですよ。なのでちょっと積極的に僕はおすすめはできないかなと思いますね。フラッシュとかって言ったりしてちょっとクラクラしたりだとか、ちょっと悪い影響も出ることがあるので、そこら辺は相当そこはなんていうかな、そういうものに詳しい先生と管理しながら摂取するべきであって、勝手にビタミン B を大量に取りましたとかっていうとちょっとリスクがあるので、ちょっと気をつけてください。それ以外にはビタミン A とかビタミン C もいいんじゃないかなっていうデータとかもあるので、ちょっとそこは摂取するバランスよく摂取していただけるとビタミンはいいかなって思いますね。じゃあ避けた方がいい食事、やめといてっていう食事で言うと、生成された糖、つまり、食事で言うと全く避けた方がいいわけじゃないんだけども、例えばお米であると白いお米よりは玄米とかもち麦とかを混ぜて食べた方が血糖値の上昇が緩やかになります。これ何っていうと、食べたものは口でねいって、胃を通って消化されて、でもって腸で吸収されていくわけです。その時に栄養となるわけですけど、バツンといきなり栄養になってシュッと減っていく。これが血糖値のスパイクが強いって言います。すると血管に結構負荷がかかっちゃうんですよ。緩やかに上がって緩やかに下がった方が血管、体への負荷が少ないんですね。なのでできる限り玄米、もち麦などを混ぜたお米の方が好ましいっていうふうに思ってください。はたまた、炭水化物源でいうと、お芋ですね、特にさつまいもとか、あとかぼちゃも、比較的いいかなって思いますね。じゃがいもとかだと比較的血糖値上がりやすいっていうところがあるので、ちょっと気をつけていただけるといいかなって思います。あとは悪い脂質、コーン油とか、あとは天や物とか、あとはいわゆるジャンクフードなどにはちょっと質の悪い脂質が含まれています。するとやはり体の血流が悪くなったりだとか、体全体を悪くしてしまいますので、それは避けていただいた脂質を取っていただけるといいと思います。で、バランス PFC、タンパク質、脂質、炭水化物でいうと気をつけて取ってほしいのはタンパク質です。というか脂質と炭水化物は気にしなくても結構取れるし取っちゃうもんなんですね。でもタンパク質って取ろうと思わないと取りにくいです。特に高齢の女性の場合ってタンパク質が足りなくて緑内障になりやすかったり悪くなるっていう研究データもあるんですね。なのでタンパク質、ね例えば、あんまりお肉が得意じゃない場合は豆腐とか、そういうものでも結構ですね、お豆とかでもいいと思います。で、お肉っていうのも一つですね。ただ、牛肉、豚肉、鶏肉で比較すると鶏肉系の方が好ましいっていうふうに思っていただけるといいかなと思いますね。そして水分でいうと急激に摂ると良くないっていうのがあるんです。例えば 500ml のペットボトルを一気飲みすると眼圧がバカって上がるんですね。例えば私は飲むと7ぐらい眼圧上がったんですよ。で、普通の人はだいたい3、4ぐらい上がるっていうふうに言われてるんです。だから私みたいに急に上がるタイプの人は特に良くないので、すごく運動して汗かいてるとか、もう脱水状態だとか、フラフラしてるとか、はたまた内視鏡検査するとか、そういう時はいいですよ。そうじゃなければ水分を一気飲みはやめていただいた方がいいです。じゃあ水分は
少なめがいいのか、そんなことないんですよ。きっちり取った方がいいです。だからちょぼちょぼ、例えば 200ml コップ1杯のお水を1時間に1回飲むとか、こんなんだったら全然問題ないので、脱水も良くないんですよ。だからクラフラになるような脱水はもちろん良くないですし、尿、おしっこの色が濃くなってしまうとあまり良くないです。なので、ちょっとそれも注意していただけるといいと思います。尿はどんな色がいいのかっていうのは別動画ちょっとあるので、ちょっとそれも見ていただけるといいですね。お酒、タバコの嗜好品はどう？タバコに関しては良くないんじゃないかとは言われてるけども、実は正確なデータあんまないんですね。お酒に関して言うと、1日 30g 程度だったらいいかなっていうデータもあるし、30g 程度でもちょっと避けた方がいいかなってデータもあったりします。なので、ゼロの方が好ましくはあるけど、飲むんであれば 30g 程度。そして週4回以上飲むとちょっとやりすぎっていうデータがあります。なので3日程度に留めた方が好ましいですね。30g で言うとビール大瓶1杯とか、そんな感じになってくるかな。大瓶1本かってなってくると思います。じゃあ個別具体的な食事で言うとどうだか。チョコレートで言うと、カカオとかテオブロミンとか含まれてとかいろいろするので、カカオとかですね。これも効果的、特に BDNF って言って神経栄養因子の分泌にはいいんじゃないかなって言われています。ただすごく甘いチョコレートはおすすめできないので、カカオ何十%とか 80% とか、そういうものをおすすめしていますので、ちょっとそこは注意してください。もちろん全体のバランス考えてくださいね。そしてコーヒー。コーヒーはある程度緑内障にいいというデータもあります。ただ、コーヒー3倍よりを超えてしまう。だから4杯とか5杯とかになってしまうと、むしろ逆に悪いんじゃないかってデータもあるので、基本3倍ぐらいまでに留めた方が好ましいと思います。で、コーヒーの場合はカフェインが含まれているので、カフェインアレルギー中毒とかっていう風なリスクもあるので、ちょっとそこは気をつけてください。で、コーヒー飲んで頭クラクラ人、これやめてください。なので、それは体質によるって思っていただけるといいかなと思います。さっきのお酒とか、チョコレートとか、コーヒーとか、これ別動画詳しくありますので、ちょっとそっちも見ていただけるといいですね。ただ、コーヒーは3倍程度までっていうのが好ましいです。お茶で言うと、お茶のカフェイン含まれてないものは別に何杯でもいいですよね。ルイボスティーとかだとカフェインも含まれてないし、比較的抗酸化のもあるのでいいかなって、そういう動画もあるんで見てくださいね。お茶で言うと緑茶は結構いいです。カテキンとかそういうのがいいなっていうのはイメージあるかもしれないけど、それ以外にはテアニンというリラックス系のものも入っていますので、比較的取りやすい。で、お茶であればコーヒーよりはカフェイン少ないので3倍以上ある程度飲むことも可能です。とはいえ飲みすぎは気をつけてください。で、お茶にも種類があったりして、緑茶とかウーロン茶とかもろもろありますけれども、普通の緑茶の方が好ましいというふうに思っていただければと思います。詳しくはお茶の動画も見てくださればと思いますね。リンゴ酢に関して言うと、リンゴの、ある程度の成分効果もあるので比較的いいですけども、積極的に取らなきゃっていうほどのデータかって言われると、そこまでではないかなって感じです。チーズでいうと、乳製品ではあるんですけど BDNF、 いわゆる神経栄養因子に関連するものが、出やすいというデータもあるので、それでいうとチョコレート、コーヒー、チーズに関して言うと BDNF 系に関していいんじゃないかと。だから似たようなので言うとヨーグルトもおそらくそれに入る。後でお話しますけどね。チーズはそういう効果も言われております。ただ、結構脂質が多いのでちょっと気をつけてください。ブルーベリーに関してはそんなでもないですね。取ってもいいけどって感じです。納豆に関して言うとタンパク質摂取ということで、摂取していただくのはいいと思います。特に朝食に摂取するのは悪くないかなと思います。ただ何パック以上とかね、あんまり食べ過ぎると良くないので、そこは注意してください。もちろん納豆の動画も、ぜひぜひ見ていただけるといいかなと思います。で、朝食で言うと、いわゆる納豆、そして卵っていうのが、セットとしていいわけですね。卵にはルテイン、さっきお話しした、卵の黄身に入る成分もありますし、タンパク質摂取もできるっていうところがあって、卵は比較的おすすめなところもありますので、そのセットを朝食にとるのもありと思います。バナナっていうのもいい部分もあります。それは腸内環境を整えてくれるんですね。腸内の状態が悪いと炎症を起こしやすいとかって言われていますので、バナナには、フラクトオリゴ糖と言いまして、いわゆる腸内環境を整える効果があるんですね。
いわゆるビフィズス菌とかそういうのあるじゃないですか。ビフィズス菌とかの餌になってくれるので、そういうフラクトオリゴ糖を含んでたり、あとは繊維もある程度含まれていて、炭水化物メインであるので、バランスを取るためにも摂取するのは悪くないですね。そしてヨーグルト。ヨーグルトでいうと、でっかいヨーグルトを1日1個取るのはちょっとやりすぎですね。1日でいうと100から 200g 程度が好ましいですね。ヨーグルトも別動がありますけれども、ヨーグルトでいうと腸内細菌を整えてくれるっていうのがあるので、バナナヨーグルトっていうセットは悪くないかなって思うんで、それもまた別動画もちょっと見ていただけるといいかなと思います。というように、それぞれいろんな栄養素、解説していますんで、ちょっとそれは一つ一つ見ていただくのはいいですが、ただあくまで全体のバランスを整えた上でって思っていただければと思います。で、この時注意してほしいのは、日常生活や食事を変えたからといってメインの医療はやめないでほしいし、積極的にやってください。よくあるのは、手術を勧められた時に、いや、私もうちょっと生活頑張るから手術やめたいです。ちょっとそれはやめた方がいいですね。なぜかというと、手術の効果って莫大なんですよ。それに比べてやっぱり生活の効果はちょっとある程度限定されてますんで、あくまで医療を諦めない、きっちりやる。その上でサポートとして食事、運動、生活っていうのは考えていただけるといいと思います。運動でいうと有酸素運動、いわゆる歩くような運動とか、ちょっと汗ばむ程度の運動を週3回30分だと合計90分やっていただけるといいかなっていうふうに言われておりますって感じですね。それ以外に自分でできることはまだまだあります。こっからは緑内障を悪くしない方法ではなくて、今ある緑内障のあなた、そして今後もし悪くなった時、より良い生活をするにはどうしたらいいかってお話になります。一つは、今の視野を活用しましょうってことです。例えば、真ん中が見えない人の場合、まっすぐ物を見ようとすると全然見えないんですよ。だからむしろ視線を外してみた方が見えるってことがあります。これ練習しないとなかなか身につかないんですね。特に視野が悪い人の場合はこうやって自分が使いやすいところに目の位置を移動して物を見るという癖、練習をした方がいいです。自然とそんなの身につくんじゃないのって思う人いますけど、身につきませんので、自分でちょっと意図的にやっていただくといいですね。よく練習でやったりするのは、牛乳パックの文字とか見てもらって、こうやって動かして、ここだと見えるみたいにして、じゃあこれをまっすぐにした時、じゃあ顔どうしたらいい、目線どうしたら方がいいっていう風にやっていただけると、習得しやすいというところがあるので、ちょっとぜひぜひやっていただけるといいと思いますね。また文章を読むとき見づらい場合は、タイポスコープって言って、黒く牛乳パックを塗りつぶした真ん中に穴が開いてるのを使うと、こうパカッと当てはまって見れるので、文章を読み飛ばしにくいっていうのがあるので、タイポスコープっていうのを利用していただけるのも効果的です。そして自分でできることとしては、あとは今の視野を有効活用するっていうことで、有効視野をうまく使おうっていうことはあります。視野っていうのは、例えば広くあって、真ん中2、30度が主に使うものですってお話ししました。それは年齢で狭くなったりだとか、集中力とか、いろんな状況によって狭くなっちゃう人がいるんです。それをうまく広く使えるようになると、仮に狭めの視野だとしてもうまく使い切ることができるわけです。で、その大切なこととしては、このですね、認知症が予防できるドリルとかね、こんな感じの、こういうね、真ん中を見ながら周辺を見ましょうみたいな練習をしていただけると、有効視野をうまく使えることがあります。ただ、こういう練習に関して言うと、無料で自分でやる分にはいいんですけれども、こういう書籍を買う場合は、視野が狭い人の場合はちょっとできないこともあるので、書店で確認してから使われるといいかなって思います。そして、定期的な情報収集はしときましょうってことです。ですね、近未来の緑内障治療みたいなお話をしました。で、新しい治療ができれば、あなたの主治医は必ずやるかっていうと、そうでもないんですね。保守的な医者と、先進的な人とかいろいろいて、新しい治療が出て世の中に広まってかなりいいことが分かってからやろうっていう医者もいたりするわけです。なので新しい治療があることを知っておけば、これもあったんだとか、自分でそれを選択したいなって時はちょっと相談したりすることができますんで、自分でもある程度情報収集をしておかないと、10年20年前の治療になってしまうこともあり得るね、ってことは思っていただけるといいと思います。もちろん主治医が良ければ、お任せでいいと思うんですけど、
で、それはどうすればいいかっていうと、もちろんネットとか本とかから情報収集をしていただくのはいいかなと思います。今日のお話の中でまとめた、自分でできる人生が変わる緑内障の新常識っていうのも、参考になるようなもんだと思うんで、ぜひ、これは基本としてさらっていただくと、かなり役立つ本なんでいいかなっていうふうに思いますと。で、それ以外には、例えば患者会ですね。後でもお話ししますけど、GFN とか、で参加していただくっていうのも一つですし、この YouTube とか、他の YouTube とか、そういう情報も、やってもいいですし、はたまた自分で情報収集したいよって人の場合は、僕っていうのを返さないで、最新の論文とかってネットで見れますんで、それを自分で、何しか見ていただけるといいと思います。だから僕で言うと、グラウコーマとか、レチナとか、JCRS とか、オプタルモロジー、アメリカンジャーナルオブオプタルモロジー、IOVS とかぐらいの、言語の毎月チェックしてって感じですね。他にもいくつかチェックしてますけど、そんなのを自分でチェックしていただけるといいかなっていうふうに思いますね。あとは人間関係。これも大切になってきます。ですね、緑内障になって状態が悪くなってくると、やっぱりなんで私だけとか、私はこんなに辛いのにっていうふうに思うような場面が、どうしても出てきます。で、実際、周りの人はそんな辛くないし、あなたの辛さを、なかなか理解してくれないわけですよね。例えば、癌だとか、命が危ないとか、手足がなくなったってなると、結構周りの人も想像しやすいわけですけど、視覚がないってなかなかね、ちょっと想像しにくいんですよ。また、完全失明してればなんとなくわかるんだけども、ちょっと視野が狭いんですって言われても、そのぐらいって思われちゃうことも多いと思います。そして、将来見えなくなるかもという不安に関して言うと、なかなか分かってくれる人が非常に少ないです。そこでついつい当たってしまったりだとか、いろいろ関係悪くなってしまうことがあります。ただ、病気でもちろん見えない、辛い、これは嫌なことですけども、それで追加で人間関係まで悪くしてしまうと、それはあまり嬉しいことではないと思うんですね。例えば、あなたの目に何かあったとしても、あなたの他のことが変わるわけではないんですよ。友達や家族はそのままね、友達や家族であるし、ね、持ってる家がある、車がある、お金があるであればそれは保持されるわけで、なくなるものもあれば維持されるものもあるってことはちょっと頭に入れていただくといいと思うんですね。見えなくなるかもって思うとそっちにばっか集中してしまうんですけど、変わらないものというのが必ずあります。そのためにも人間関係というのはある程度なんていうかな、辛い状態になると悪くなっちゃうことがあるので、ちょっと気をつけていただけるといいかなっていうふうに思いますね。ついつい家族って甘えがちなんですよ。気をつけていただけるといいかなと思いますね。あとは見えなくなった時のために準備しておくっていうのも、もちろんね、見えなくしないためにこういう動画を見ていただけるし、やっているし、もしあなたは全然心配ない目だとしたら、これはいらないかもしれないけど、一応ちょっと頭に入れてほしいのは、やっぱりお金があると結構対応しやすいってところがありますね。サポートしてくれたりだとか、お家をバリアフリーにしてみたりだとか、そういうこともできるわけですよね。そういう意味で、お金はやっぱりないよりあった方がいいですね。すごい現実的で申し訳ないけど、そうですね。だからこそ、いわゆる目がちょっと見づらくなるから疲れるからって言って、サクサクっと仕事を辞めてしまうと、人間関係も変わってしまうし、お金の面でも苦労してしまうので、ちょっとそこは十分考慮していただけるといいと思います。また、でも私はお金がないからっていう人もいると思います。その場合は結構補助ってあったりするんですよ。例えば、国、自治体に応じて補助があったりしますので、それは事前にいろんな情報を仕入れておくといいと思います。私の動画でもちょぼちょぼ出していますし、また患者会とか、そういうところではそういうのを積極的に出しているところがありますので、例えば確定申告で、医療費って、10万円以上だと高校で戻ってくるんですよとか、その時に、その時の公共交通機関、電車代とかは、確定申告の時出していいんですよとか、いろいろあるんですよ。とかいうのもありますし、高額医療控除って言って、ある程度以上お金がかかったら戻ってくるとか、いろいろありますんで、あと、見づらくなってきて、障害者認定を受けると、1級2級になってくると、いろんなものが安くなったりだとか、はたまた低い等級だとしても、ロービジョンといってね、見づらい時に見やすくするような、道具っていうのも、結構安く買えたりするんです。
そういう意味でロービジョンっていうのも頭に入れていただけるといいですね。ロービジョンというのは見づらくなった時の対応するための道具とか方法っていうのを教えてくれるってとこですね。ロービジョン外来っていうのをやってる眼科ですと、そういう意味のサポートもしてくれると思いますんで、そういうのをチェックされるといいです。さらにレベルアップってなると、リハビリセンター、視覚リハビリっていうのがあります。例えば盲導犬とかそういうのをサポートしてくれるところもありますし、盲導犬はなかなか厳しい。頭数も少ないのでね。なので、それ以外の、日常生活訓練とかもやってくれるところがあるので、お近くにそういうのがあるかどうかっていうのはチェックされて、すごく見えづらくなる前にやっていただけると、結構、なんていうかね、行動範囲も広くなったりとか、いろんなことができます。結構お化粧とかもね、自分でできたりだとか、お料理とかも、結構見えなくてもできたりするのが患者さんで訓練されるとあるんですよ。なので、いきなりよく言うのは、点字覚えた方がいいですかっていうのがあるんですけど、点字はね、そこまで重要ではないですね。それよりは日常生活とか、そっちを覚えることの方が、非常に重要だと思ってください。食事作るとか、歩くとか、お買い物するとか、そっちの方が重要ですね。はい。で、じゃあどういう医者を選べばいいんですかって。緑内障の専門医っているんですかっていうと一応言います。ただ、あんまり緑内障専門医って全面的に謳ってるクリニックとか眼科医は少ないかと思います。なんでかっていうと、まず緑内障を専門とする人が少ない。なんでかっていうと、あまりスカッっていう感じじゃないんですよね。白内障手術って、やれば患者さん見やすくなってすごいハッピーって言ってくれるので、すごいやりやすいんだけど、緑内障ってね、手術しても治るわけじゃないし、目薬しても治るわけじゃないし、なかなか苦労するし、なんかあんま専門にしたくないなって人が多いと。そういう意味で、ちょっと渋い分野であるので人が少ないっていうところもあるし、ヨシンバ専門だとしても、普通にやってるとね、患者さん集まるんですよ。専門でやってると。なので、別に大々的に外に言う必要ないし、で、それで患者さんむしろ集まったら困るしってところも正直多かったりするので、あんまり言わないとこ多いかなっていうふうに思いますね。どうやって調べればいいかというと、ネットで、緑内障専門ですって書いてあればいいですし、あとは緑内障学会所属とかだと、比較的専門にしてる人が多いですね。なんでかっていうと、緑内障学会入るときに、緑内障の学会員2人からのなんていうかな、推薦をもらわなきゃいけないんですよ。わざわざ専門にしてないのにわざわざそこまでして緑内障学会入る人いないじゃないですか。なので、緑内障学会員だったら専門にしてるかなって思ってくださいね。あとは、地方だったらどうすればいいですかっていうと、もうこれはやっぱそこでやってって、こういう情報とかを得てやっていくしかない。もちろん大きく手術をするだとか、大きい方針を考えるときにどっかで相談する、セカンドオピニオンを受けるっていうのも悪くはないけれども、そうしょっちゅういけない人は多いと思います。なので、大枠をいろいろ情報を得て、その中でもちろん地方では強気な医者とかも多いので、コミュニケーション考えながら、例えば MD1 は教えてくださいって言うとちょっと怒っちゃう先生とかもいたりするので、聞き方とかも考えてやっていただけるといいと思います。そこら辺もこういう風に聞くといいですよみたいのも動画として細かく出したりしてるので、ちょっと参考にしていただいたり、するといいかなと思いますね。あとセカンドオピニオン、今のところでちょっとなって思うときは他のところに意見を聞くのは決して悪くないことです。特に緑内障の場合は長い話になります。この人で大丈夫かな、不安かなと思いながら一生やるのはやっぱ辛いものですので、一回意見を聞くのはいいかなと思いますね。で、手術を受ける場合は別の医者になるっていうのは結構よくあることですので、白内障の場合はね、どこでもやってることを言えますけども、緑内障の場合はもう県で1、2個しかやってないとかっていう県もありますので、ちょっとそこは頭に入れていただけるといいかなって思いますね。ここまで話を聞くと、なんか私大丈夫なのかな、心配だなって思うかもしれないけど、これを見てるあなたはすごく真面目なんですよ。だから普通の人と比べて明らかに結果は良くなります。実際そういう研究データもあるんですね。きっちりと、病気を理解している、そして、前向きに考えている人の方が結果が良くなる。一方であまり考えてない、しっかり理解してない方が結果が悪いという見解がありますので、あなたは普通の人よりは心配しないで前向きにやっていただければと思います。それでもやっぱり不安に思ったり寂しく思ったりすることがあると思います。なので不安に思った時は
大丈夫ですよっていう動画を僕結構定期的に出してますんで、ちょっとそれを見ていただけるといいかなと思います。で、私の動画は毎日のように、緑内障の情報、またその他の情報も出しております。で、定期的に見るにはどうすればいいか、また定期的に見た方がいいかですけども、もちろんね、僕の立場から定期的に見てくださいっていうのはもう、それはあんたはそう言うわって思うかもしれないけど、定期的に触れておくと、やっぱり考えようとか、そういう気持ちになるっていうのもあります。そして、人間はどうしても忘れるものなんですね。実際、私が、参加した研究で、緑内障の患者さんに、いろんなこういう知識をお話しするという研究がありました。実際患者さんはそれによって病気に対して理解され、眼圧も下がったです。でも、半年するとそれが戻ってきてしまったんです。つまり、分かっていてもなんか都合よく解釈しちゃったり忘れてしまったり人間はするものなんですね。定期的に新しい情報に触れておけば、そういえばそうだったって思うことがあります。なので定期的に何らかの情報は入れた方がいいですね。で、私の動画であればほぼ毎日出していて、緑内障は週に1回か2回は最低でもお話しします。で、同じようなお話もします。例えば今日のチョコレートの話だったらまたチョコレートの話をすることもあると思うし、眼圧の話をまたすることもあります。で、今日のお話では確かにこの動画は長かったけれども、それでも正直言って細かいことはお話できてないんですね。なので一個一個で、10分とかそのぐらいの時間をかけながら、またさらに深掘りして、例えば睡眠時間は実際どうした方がいいとか、枕はどんな形でどっち向きに寝た方がいいとか、そういうのは日々アップしていくし、同じ情報をまたアップして忘れないようにリマインドしていこうと思うので、ぜひぜひ毎日見ていただける方がいいかなと思います。とはいえ毎日見るのも大変だな、緑内障の時だけ見たいしっていう場合は、概要欄にメールマガジンっていうのがあります。それ無料で、見れますんで、毎日今日はこれですとか、であとこのメインのチャンネル以外にサブチャンネルっていうのがあって、そっちではもっと細かい話ですね、シャンプー目に入ったらどうすればいいですかとか、絶叫マシンはどうしたらいいですかとか、もう非常に皆さんからいただく細かい疑問質問に答えています。で、それをアップしてますんで、これ私も気になってたっていうのがあったりするので、チャンネル登録プラスもしていただければと思うけど、メールマガジン登録しとけばそれを見ることができるので、ちょっとそれも参考にしていただけるといいと思います。というふうにして、情報は定期的にね、何らか得た方がいいですし、あなたは大丈夫ですんで、そこは心配しないでいただければと思います。そしてできれば病気の仲間を見つけられるといいなって思う人も多いと思います。もちろん私はここでやっていけるって人はそれでいいんですけど、やはり仲間がいるとちょっと心強い時もあるし、他の人そうなんだなって思うことがあります。そこで患者会 GFN っていうね、団体もありますね。はたまた Facebook の、患者会というかな、そういうところもあります。そういう動画でも紹介してるんで、ちょっとそれも参考にしていただけるといいと思いますね。また月に1回、そうですね、1月、2月、3月、4月とかね、毎月YouTube ライブを、やっておりますので、そこで皆さんの疑問質問にお答えしております。実際あなたは何聞いていいか分かんないよとか思うと思いますですよね。で、一回話聞いたら、それ以外に質問ないんだけどってことあると思います。でもそこに参加をすると、そういう考え方もあったんだとか、そんなことあったのっていう新しい発見もありますし、そういう情報だけではなくて、同じ時間に何百人の同じ病気の仲間が集まってるんですよ。例えば本当に600人とか700人とか集まることもあるんですよね。夜にみんなで600人とか700人の人が同じ病気、緑内障じゃない人もたくさんいるわけなんですけど、目の病気で悩んでる人が集まって相談してる、疑問に思ってる姿を見ると、やっぱり救われる思いをする人も多いと思います。なので月に1回の時はアーカイブって言ってね、後から見ることもできるんで、それを1回見ていただけると分かるんですけども、現場で1回参加していただけると、なんていうかな、みんなの中にいるんだなっていう実感を持てると思うので、ぜひぜひ参加していただけるといいかなと思いますね。
多分ライブだといろんな質問バンバン出てきて、質問しても読まれないとか、いろいろありますけども、なるべく多くお答えしているようにしているので、月に1回のライブっていうのは、ぜひぜひ、1回は見ていただけると、非常にこう気持ちも落ち着くかなと思うので、ぜひ1回は参加しているといいかなと思います。そして最後にこの動画、長いですよね。正直言って、1回で全部見切るのはきついと思って、何回かに分けて見た人の方が多いかなと思います。で、これは長いですけど、今までバラバラにこの動画を全部作ってたんですけど、ちょっとね、一回通して皆さんにお伝えしたいなって思った。なぜかというと、どうしても抜け落ちちゃうところがあるんですよね。そうするともったいないなと思って、全部知った方がいい情報です。そのためにこの動画作りました。多分1回見切ってももう覚えきれないし、って思うこともあると思うので、気になるところだけでもいいから、また見返したりとかしていただけるといいかなっていうふうに思います。こうやって、日々、緑内障についてアップしていきますんで、実際、自己紹介最初さらっとしましたけど、私は東京の方で、眼科医として、緑内障の手術とか、診療とか、たくさん全国または世界いろんなところから患者さん来ていただいている状況です。で、もちろん私のところに相談来てくださっても結構ですし、正直言ってかなり混んでいるので、お忙しい方はあまりお勧めできないですね。やはり地元のところでお受けになる方がお時間も少ないと思うし、そういう意味で安心だとは思うんですね。なので僕はうちに来てほしくてこういう動画を作ってるわけではさっぱりないんですよ。僕勤務医だしそういうのはあんま意味ないんですよ。もちろんね、多くの人に良くなってほしいって思いはあるんですよ。だから個人が僕がそれがプラスかっていうとまた分からないとこだけど、僕の両親もね緑内障で、だったとすると僕も緑内障にかなりの確率でなる可能性があるわけですよ。だからこそ不安に思う気持ちとか疑問に思う気持ちってすごいわかるんですよね。だからこそちょっとでも伝えられればなと思うし、こうやって皆さんに伝えています。で、この動画情報を知っていればやっぱり病気についてわかるし、疑問とかどんどん解決することもあると思いますので、もしなんかもっと聞きたいなとか思ったらコメント欄にちょっと書いてくださればと思いますし、ちょっとでも役に立ったなと思ったら高評価ボタンっていうボタンがありますので、ちょっとそれも押していただければと。あとコメント欄っていうのには良かったよとか、ちょっとした一言でも書いていただけると、励みになりますんで、ぜひちょっと書いてくださればと思いますね。せめて高評価ボタンぐらいでも、押してくださると嬉しいと思います。今後もいろんな緑内障情報はアップしていきますんで、日々ぜひお付き合いいただければと思います。今後ともよろしくお願いします。